皆さん、こんばんは。グッドイブニーヘロー、まゆこでーす。あれチャット映ってない。こうかな。はい。でも皆さん来て、待機してくださってありがとうございます。しりゃさん、キャーしなさん、最速コメ、こんばんは。来てくださってありがとうございます。そして初見さん、コングラチュレーションファーストプレゼントおめでとうございます。そしてこんばんは。いらっしゃいませ。来てくれてありがとうございます。お弁当屋さん、こんばんは。いらっしゃいませ。来てくださってありがとうございます。ノーネムちゃん、こんばんは。いらっしゃいませ。来てくださってありがとうございます。ロコちゃん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてどうもありがとう。ニックちゃんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてどうもありがとう。ファンマークもつけてくれてありがとう。タツトさんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。タツトさんちょっとお久しぶりでもないか最後にいつチャットしてもらったか確認するもん。あ、そうでもなかった。すいません。すいません、18日に来ていただいてありがとうございますすいません、失礼しました。いやー、キャー、ありがとうございます。今日はね、頭ちょっとレトロカテゴリーのままだよね。だからあんまり長く話さないでも要件シャシャシャっと言ってね、言ってゲームに移りたいと思うんですけど。東京ジャングル、そっか、東京ジャングルの時か。なるほどね。東京ジャングル。東京ジャングル。オッケー。東京ジャングルいつだっけ？でも、10日ぐらい？東京ジャングル。違うか。1日が日曜日だったから、そっから7日 ?7 日でいいのか？8、どっち ?8 か。8か。なんかね、記録を見ると18日に来てくださっていて、18日、あれかコラボの大場クックの時かな。そうなんかバタバタしてたから、あんまりあの日のことは覚えてないんだけど、すいません。お知らせと聞いて、あまぎりちゃん、いなさん来てくれたありがとう。ちょっとね、できるだけ早くお知らせしたいけど、もうちょっと始めてばっかりだから、そうだ、私配信ノートの方もツイートしてないから、配信ノートつなげて、そうそう、ツイッターといえばさ、配信ノートといえばツイッターで、ツイッターといえばですよ、もうなんか続々とさ、公式アプリ以外が使えなくなっていってるみたいで、この間の皮切りに、悲しいパソコンで使ってた黒ツイちゃんがさ、使えなくなってしまって、私はツイッターの監視があまりできなくなってしまいました。チオンさんだ。チオンさんこんばんは。初デートありがとうございます。チオンさんは、ちょっと待って。チオンさんをご紹介したいんですけど、皆様、私のさ、これ多分変えても、このさ、このイラストを描いてくださったイラストレーターさんです、チオンさん。来てくださって、ありがとうございます。スケブなどで、イラストのね、お依頼受けていらっしゃいますので、ぜひ、ごめんなさい。一瞬になってしまってすみませんなんですが。ちょっと待ってね。チオンさんの、ツイッター URL を貼っとくので、そう、めちゃめちゃ絵がうまいし、うまいしってなんかちょっと上からになってしまった。うまくて、速い筆が速い
囲い込め。企画で今イラスト描いてらっしゃるんですけど、なんか、めちゃめちゃ早いペースでツイッターにね、投稿されるので、そちらも必見です。YouTube の方にね、なんか制作系の動画も投稿されてらっしゃるので、そちらもね、絵のなんて言うんだろう。制作過程とかが好きな方はぜひ見てみてください。了解ありがとう。いやいや、とんでもねえ。こちらこそありがとうございます。素敵なイラストを描いてくださって、ストリームにまで遊びに来てくださって、めちゃめちゃ嬉しいです。ふわーって、テンション上がってしまった。フォローもしてくださってありがとうございます。フランドールさん、こんばんは、いらっしゃいませ。来てくださって、ありがとうございます。ね、しおんさんは、うちのマリコがそうですね、いつもお世話になって、またご依頼させていただきたいなと思っているんですけど、動物がね、描くのが本当にね、お上手っていうか、モンハンのイラストとかも描いていらっしゃるんですけど、アイリュウがね、いつも可愛いんです。いつもって言うけど、そんななんかすごいいっぱい数えるほどモンハンの絵を見たかって言われると、あれなんですが、すごい可愛い絵を描かれるんで。いろんな、言葉があまり上手じゃないので、素晴らしさがね、私の言葉だけでは伝わらないと思うので、ぜひ見て、なんか、まゆこの言葉だといまいちよくわかんないけど、ちょっと一度見るだけ見るかって言ったら、うわーってなると思うんで、ぜひ見に行ってください。なんか続々とお人が集まってきてるみたいだから、なんかあんま温まってないけど、お知らせパンって出すか。また、なんか、みんなさ、期待してくださってるから、恐縮なんですけれども、そんな、大したことないといえば大したことないし、大したことあるといえば大したことあるかもしんないお知らせになるんですけれども、はい。じゃあ、出しますね。まゆちゃんは、ALGS はちょっと出場してない。無茶な話ばっか振るな。じゃあ行きます。お試しチェキ販売のお知らせ。ちょっとお試しってついてるんですけれど、チェキの販売、初めてのグッズ販売をさせていただくことになりました、この度。でチェキはどのぐらい需要があるのかわかんないんですけど、この2月バレンタインデーがあるので2月。それに合わせてね、お届けできるようにしようと思いまして、この時期のお知らせになりました。ね。2月の衣装、まだ公開されてない2月の衣装、今年の2月の衣装バージョンのチェキと、あとデフォルトのね、この、今、画面に映ってる、このサンプルっぽいやつ。この画像は、ないです。ないです。あくまでイメージサンプルなので、これね、2種類、衣装は2種類で、各3種類ぐらいのランダムチェキになってます。でこれチェキ、買ったことある人、馴染みがある方はわかるんですけど、デコります。なんか、ペンで書いたり、あとは、シールを貼ったりとか。なんか、とにかくデコれるだけデコって、それを送ります。1枚はね、900円。3枚で2500円。3枚買ってくださった。わー、ケーキスキンキマジマジ空がくれるコンフェッティは冬のフェスタ岩手市の羽よ。Thank you サブスクライブどうもありがとう。ヤングスターさん、今、アナウンスメントタイムズ。マイショップオープン。グッズセル。アナウンスメントタイム。で、
なんだ、なんだっけ、ごめん、ギャングスタさん、ごめん。お知らせの途中だからすごい、途中で切っちゃった。Thank you, subscribing. トータル、60 months、16ヶ月ありがとうございます。そして、1ヶ月よろしくお願いします。ありがとう、ギャングスタさん。ちょっと姿が見えなくてすみません。ありがとう、ギャングスタさん。それで、なんか1枚ずつ買ってくれた人はランダムでなんかサイン入ってるやつ、サインがこの右下のやつなんだけど、右下のやつになってて、で、ランダムでね、サインとかなんか書いてあったりするんだけど、3枚買ってくれた人、3枚セットのがありまして、で、そちら買っていただいた、ご購入いただいた方にはね、1枚必ず直筆サイン入りってなってます。あとなんか、ブースの方で販売するんですけど、ブースに、名前設定できるのかな？その名前が、ツイッチとかでね、わかる方の名前だったらなんか、ちょっとメッセージ入れたりすることもあるかもしれない。完全に絶対ではない。その違う方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんでね。っていう、そんな、あれです。これ、待って、認識ちゃんを上に置きまして。よいしょ。っていうお知らせになってまして、今、ショップもオープンしたので、貼りますね。販売が。コムンレア、S レア、SS レアがあるんで。それはね、今お試しだからね、ない。どのぐらいで、数もそんなにすごいたくさん用意してるわけではないので、用意してるわけではないので、なんか、あんまり在庫がないんですけど、在庫って表示されんのかなこれ。なんだけど。なんか、結構好評な感じだったら、今後数増やしたりとか。私、今、月ごとになんか衣装を変えたりしてるから、毎月じゃなくても季節ごとぐらいに販売できたらいいなーって感じで。ブスターと在庫あるかどうかだけ。じゃあ大丈夫か。じゃあ発送の方がね、まだ現物はできてないから、これかな、知らない。作って、ね、書くのも、別に、書き置き、デコリ置きがあるわけではなく、これからなんですけど。で、ちなみに、バレンタインの衣装が、ちょっと、ぼかし、これさ、今日の朝方準備してたんだけどさ、この画像。作ってる時に、あれ私この衣装、私自分で作った衣装じゃないんだけど、ちょっとぼかしているんだけど、この衣装のさ、あれって、グッズの、なんていうの、販売許可取ったっけと思って、見たら、なんか販売許可取ってなくて、急いで連絡したっていう。そしたらね、で、ここにさ、文字入れたじゃん。サンプル衣装なので、予告なく変更されることがありまして。念のため入れといたんだけど、大丈夫だった。さっきお返事いただいて、全然大丈夫ですよって言っていただけたので、ちょっとぼかしてるけど、こんな感じの衣装のが販売されますんで。で、もうブースの方は公開したので、いつでも買えます。買えます。ツイッターにも流しとこう。こんな時のために。席の。しれっと直前に手こ入れされてたら、何で許可のやつ販売の。
これだけかな。これやんね。これで、衣装のデザイン、でもその場合はね、更新され、でも知らないうちに更新されることあるからな。でもね、2月の一応バレンタイン衣装ってなってるんだけど、2月私が着るものとはちょっと違ってまして、デザインもね、少し変えたんだよね。なんかベースは一緒なんだけど、ちょっと見せるか。多分変わらなければ、2月のね、私が、どこだっけ、私。これか。違う。ちょっと位置が悪いわね。ちょっと違うでしょ、衣装。わかんないか。あんまわかんないよね。ちっちゃいから。ちょっと違うんよ。王冠もね、逆にしてみた。これは先行公開の来月使う予定のアバターちゃんなんですけど、予告なく手こ入れされる予定です。で、この、私の隣にあるこのイラストが、チェキ用の衣装の方なんですけど。こんな感じ。かわいい、ありがとう。こんな感じのチェキ。ちょっとね、900円だと、お高めなんかな。なんかすごい安くはないと思うんだけど。ちょっとお試しということもあり、この価格で出させていただきました。よかったら、ご購入いただけると嬉しいです。これで、今後のチェキ販売をするかどうか、とかも変わってきますんでね。応援のほどよろしくお願いします。という、はい。グッズ関係あんまりだった。あんまり馴染みない方には微妙かもしんないけど。かしかべちゃんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。今ね、お知らせしてました。予告した通り。チェキ販売のお知らせ。そうだ。ピン止めしとくか。ピン。チェキ販売会場。初グッズ。販売会場。販売開始しました。また、なんだっけ、重要な大きなすごいお知らせとかは多分、私、年に3回、記念日っぽい日があって、それが、4月1日と、6月27日。4月1日は、ストリームを始めた記念日。で、6月27日は、私の誕生日で、で、12月1日やと。12月1日は、V ストリーマーとして活動を始めた記念日になってて、ね、3回あるんですけど、そのどこかに合わせてね、大きなお知らせとかはできるだけ作るようにしてるので、これは、お試しなのでちょっと変なタイミングでやらせていただきました。よかったら、頑張って、デコりますんで。チェキ結構 VTuber さんとかチェキ販売してる方がいらっしゃって。私もそんなチェキ文化馴染みがないんだけど、
でも、お友達のさ、百瀬みるるちゃんと裏で話してて、私もね、ずっとチェキやってみたいなって思ってた時に、ちょうどなんかみるるちゃんがまだ情報解禁されてない時に、チェキ販売始めることにしたんだって言ってて。マジか、じゃあ私もやろうって単純だからそんな運びになりました。よかったら。あ、ジャムおじさん、こんばんは。いらっしゃい。来てくださってありがとうございます。今ね、チェキ販売のお知らせをさせていただいてました。なんか、できれば私はグッズとかを作りたい方だからさ、この販売のね、売り上げとかを使って、また違うグッズを作ってって、なんかグッズの連鎖とかを紡いでいきたいなと思ってます。一応ね、海外にも発送できるらしい、ブースの。なんか海外の、なんか、なんていうの？私あんまり海外通販したことはないんだけど、なんかそういう、なんて言うんだっけそういう、なんか、代行サイトみたいなのがあって、そういうところから経由で一応買えるようにしてる。なんか年齢制限つくようなもの以外だったら大体の国で買えるらしい。年齢制限つくやつは、そういう代行サイトに表示される設定で商品登録してても、なんかお国によっては、なんていうの、引っかかってしまうから、だからね、ダメなんだって、買えないって書いてた。へーって。あんまりちょっと詳しくはないから。で、物販もやるのは、ブースからはね、なんか一回すっごい遠い昔に、ちょっと匿名配送、これ匿名配送なんで、匿名配送設定にしてあるんで、送料はちょっとかかっちゃうんだけど、皆さんね、誰が注文したか分かっても、わかんないから私はみんなたちがどこに住んでるかとかもわかんないから、そういうところはね、気にしなくて大丈夫なので、ぜひ、あとなんか言うことあったかな。あ、ニコちゃんのそれ何の記号だろうと思ったら、へーって書いてる。半角でへーって書いてる。なんかそういうのがあるんだし。そう。あんまり深く気にしなくてもね、送料安く済ませるんだったら定型郵便とかの方がいいんだけど、お互いね、私も住所はちょっと明かせないから、どっか住所借りるって思っても高くつくし。ぜひ、よろしくお願いします。まゆこのチェキ。そうだ。そのみるるちゃんのチェキはね、実は買ったって、なんか年末年始バタバタしてたから、ツイッターでアピールするのが遅くなってしまったというか、まだアピールできてないんですけど、まあ、そのうちね、アピール、子さんグッズみたいな、もう買ってるから、みたいな。子さんでもね、みるるちゃんのデビューの時は私まだ知らなかったからね。そういう感じなんで、よろしくお願いします。なんか質問あったらいつでも聞いてください。答えられる範囲で答えさせていただきますので。っていうお知らせでございました。まあ、だいたい30分ぐらいだよね。このチェキ販売のお知らせをさ、画面の隅に置いてストリームやりたいわね。ね。じゃあゲームやるか。今日はあれよ。なんだまたこのパターンだ。頑張れゴエモン。消えた。
消えたじゃない。さらわれたエビス丸っていう、ゲームボーイのね、頑張れゴエモンシリーズ、先週の続きをやります。あ、ほうちょきさん、こんばんは、いらっしゃい。来てくれてありがとう。体験画面ではないな。この、今の BGM だよね。待機画面はお正月の音楽になってるから。これはカービィだよ。ちょっとカービィに今、ちょっとカービィの音楽ブームが来てて、ピアノアレンジになってます。はい。今チェキの、初グッズのね、チェキの販売開始のお知らせをさせていただきました。よかったらピン止めからね、見ていただけると嬉しいです。よいしょ。で、さ、どっかに、これをさ、どっかに表示させておきたいわけですよ。どこにここはちょっとだよな。なんか今までさ、そういう、なんかお知らせ系あんまり意識したことがないから、ここしか、ここに置いとくか。頑張って私手振るとき高めに上げようと思うので、このぐらいでアピールしようと思うから。このぐらいで。これを、あ、たやちゃんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。おパンチペロペロ。ニコタカちゃんがね、代わりにペロペロしてくれました。ありがとう。ありがとうちょっと違うんだよな。今、チェキ販売のお知らせしたので、よかったら、たやんちゃんもチェックしてほしい。ピン止め、ショップの URL とかなんか詳細書いたページが、今ピン止めされてあるので、で、ツイッターにはね、詳細載ってないわ。この画像と、なんか、URL ぐらいかな。よかったら、ストリーム終わり際にも改めて、また説明させていただきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、どれだどれだあれあ、これをこうすれば、できたね。この間の続きからになってるから、音楽は、音は大丈夫そう。私は、この間までのあらすじを確認するか。あらすじを確認するか。直筆サイン入り。そうなの。ありがとう。反応してくれて。この右下のがね、一応私のサインということになってまして。それを入れさせていただきます。これが、練習一回入れてから、今日、練習どこだっけ？急に練習して大丈夫か？これ多分145両かな。ジャンプを大丈夫かな？こっからやって。これ確か、あらすじ、操作キャラクターはゴエモンじゃないんですけど、ゴエモンが体調を崩してしまって、ゴエモンの体調を治すために、なんだっけこの名前。
前忘れちゃった。なんか、ちょっと、五右衛門、倒れていた五右衛門もね、助けてくれた女の子が、そのお薬をね、取りに行くみたいな、そんな感じなんだけど、ダメだよ。大丈夫だ、問題ない。これもうフラグになったじゃん。ダメだった。ちょっと待ってよ。やっぱり、戻るか。最初から見るか。これね。ここでね、団子を拾い食いじゃない、もらい食いして、そしたら、この辺、ちょっとジャンプの練習しとこうかな。あ、ほら、体が、でん。で、倒れてしまう、五右衛門さん。怖いって、どこなんでみこちゃんだ、みこちゃん。みこちゃんがね、解放してくれて。みこちゃん。ねえ。なんかさ、このゲーム私昔2年ぐらい前かな、やってたんですけど、どうしてもね、どうしても進めないところがあって、さっきの画面のところなんですけど、どうしても進めなくって、一回投げちゃったんですけど、またリベンジということで。この距離でうんちを落とさないでほしい。よし。で、あれ違う。もうちょっと左。怖い。みんな、何が起こったかわからないけど、何もなかったことにしてもいいかな。これセーブデータ、多分ね、何起こったんだろうね、みんな。ジャンプできるかな。あ、できた。なんもなかったね、お弁当屋さん。お弁当屋さん来てくれてたっけ。今日の夜の挨拶をしてたかどうか。こんばんは。ラッサー来てくれてありがとう。迷ったらとりあえず行っとけ。で、このルートはいつも行ってない。多分、これは練習がやっぱり必要だな。です。楽じゃない。濁点の多い悲鳴が、売りにしてるわけじゃないんだけど、なんか気がついたら濁点のある悲鳴をあげるようになってたんよな。カニ、このステージはね、カニがね、このステージのカニはね、ちょっとね、卑怯なやつが多いので要注意ですわ。普通のスタンプで、普通のスタンプだったとか。だからこれはいけた。でもまあ練習だからな。本番のデータはなんかさっきのなんだよな。表示、そういえばなんかすっかりこれに慣れてしまって、ここに確か出てくるはず。ほっ、危ない。これ右、いや右じゃないよね、確か。そうだよね。おぱんつばはこんばんは。いらっしゃいませ。来てくれてありがとうございます。改めてお弁当屋さん、みんな独自の挨拶をおパンツで
そうだよな。なんか、そうだよな。何がおパンツの説明をさ、しないと、何ってみんな、なるよなーっていう。あ、嫌なとこに来ちゃった。いけた。本番データは一回もミスらずに行かなきゃいけないんだよな。とりあえずなんか先を見たいからさ、どこまでこのステージがあるのか、まだ最後のマップまで行ったことないんですよね、この。春日部ちゃんはさ、最近あんまりなんか姿が見入れてない気がする。私もそんなすごいすごいここで違うよな。じゃない。すごいストリアムをしているかって言われるとそうでもないから、どっちだろうこれ。正解がこっち違う。罠だ。戻んなきゃ。私の技術だとちょっと嫌だ。飛びたくないからな。よいしょ。カニがいる。カニ。ちょっと待って。危な。やばい。カニに一服盛られるところだった。ね、カニに敵意を表してますけれども、私実はカニ座でして、カニ座の女なので、そんなカニが特別嫌いとかそういうあれではない。今のなんだ。うわー、せっかく来たのに。シューか。カニまたカニの出番が。スーパーメトロイドに続いて、今この人倒そうとしてたね。あれなんで当たんないんだと思ってた。人だった。カニじゃなかった。一回死んじゃったのでわらじがなくなってね、あんまりスーパージャンプをできなくなってしまった状態なんですけど、スーパージャンプができないと安定感を増すはず。水亀座ってことは、あれアマキリちゃんもうすぐ誕生日 ?2 月かさ1月の末とかだよね。あれ待って、水亀座。お牛座は待って、お牛座って3月じゃないな。お牛座は4月の末か5月の頭。バレンタインの次の日15日か。多分ストリームやってると思うから、予定が変わんなかったらミルルちゃんと超魔界村の反耐久みたいなさ、平行なんだっけミルルちゃんとコラボやってると思うので、良きところで声かけてもらったら2人でお祝いできる。そう、並走会。ありがとう、サポート。足滑らしちゃった。もうちょっと練習がいるね。私今日クリアする気で来たから、ここにこのね場にお知らせもしようと思ったけど、今危なかったね。お知らせもしようと思ってたんだけど、これをクリアしようとも思ってきました。よろしくお願いします。危なっ。バレンタインの日に並走会をやろうっていう話になってる。カニちゃん
低層会やろうって話になっているので、ご予定が良ければ。あ、そう、天桐ちゃんあれだ。なんかすごいなんか、糖度の高いお写真ありがとう。びっくりしちゃった、私。へえ。ただの写真でも、へえってなるけど。そう、鹿丸々のお写真もらったんですよ。ご紹介したい。めちゃめちゃね、糖度が高いから、ちょっと次ゲームオーバーになったら、これいけるかな？ほっ！説明すると、今ね、チャットにいてくれている天桐ちゃんちのワンちゃん、鹿丸くんの写真をね、賄賂としてたびたび受け取ってるんですよね、私。去年からこの関係続いてるかな。撫でてアピールしまくってめちゃめちゃ糖度が高かった。そう、それで、そのね、賄賂がね、今日も届いてたん。エイペックスやってる時にいただいてたんだけど、私気づかなくってさ、その時ご紹介できなかったん。終わってからなんか見たら、へーみたいな。賄賂罪で訴えます。いやでも私別に何もあれです。アピールしてないんですよ。勝手に送られてくるんですって言ったらもう送られてこなくなっちゃう。違うんだ。これは違うんだ。おい、浮気した男の人じゃない。いや、男の人だ。ちょっと、浮気した男の人みたいなこと言ってますけど。でも本当に違うんです。私何も受け取ってその見返りとか何もしてないんです。多分何もしてないよな。うわーっつって鹿丸くんっていうワンちゃんね。鹿丸くんペロ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 みたいな気持ちしか抱いてないので。あれ、こっち違ったんだっけ？あれ合ってた？いや、合ってる。なんかそれはそれでペロペロペロって言ってたら、それはそれでもう送られてこない可能性があるんだよな。なんでもないです。ペロペロしてないです。そう、ニコタカちゃんとは違うのでペロペロしてないです。可愛いなーって言って、可愛いなー、いいなー、モフみたいな気持ちしか抱いてない。で、可愛いのでツイッターとかストリームでみんなに紹介してるぐらいですかね。あとはなんで今日も紹介。いや、今日のはやばいからみんな覚悟しといてほしい。多分ルーチーちゃんとかいたら、ルーチーちゃんって私のストリアムをよく見に来てくれている可愛いもの好きの方がいるんですけど、ルーチーちゃんとかそっとしちゃうかも。まだ気づいてないはず。私が鹿丸くんの賄賂を受け取ったことに。ここに出てくる魚はちょっと邪魔。カニほどじゃないけど、たまになんか邪魔な位置にいるのが魚。いて。なんですぐ落ちちゃうかな。しょうがないか。でもほんと今日でここをさクリアしてさ、長年のさ何かを断ち切りたいんだけど、長年の何かとは。あれ、こっちじゃないの？行くの
違う、ここじゃない。あの岩だ。あの岩、いけるこれ、3つ。いけた。あれ？あ、出た。ここで実は、カニいる！実は斜め飛びもできるんだけど、私がちょっと苦手でやってない。ゆるさんほら兜がなくなっちゃったじゃないか。遠距離武器がね、ないと、カニを倒すのに時間がかかってしまい、体も減る。ほっほっほっ。これこれ終わったら鹿丸くんって思ってるんだけどさ、鹿丸くんって思ったらちょっと鹿丸くん見たくなるから、手を、ちょっとカニがいるじゃん。痛い。当たってなかったけど痛かった。今のは痛かった。当たってなかったけど痛かった。カニいるじゃん。カニいるじゃん。いや、こっちから行ける。何事もなかった。すいません。ちょっとやり直しさせてください。いやー、この加減よ。あんまり失敗多かったら、いや、危な。前のカラーも別に成功率が高いわけじゃなかったんだよな。このカラー関係あるかわかんないけど、今回の方が、ちょっと、うまくはいってんだけど。壁に当たるとなんか、ザーって、あれ？魚？ザーってなっちゃうん。あった。ほっ！ふう。よし。最短ルートを決めたぞ。このゲームさ、クリアしたらみんなでこのゲームのあれ見よっか。RTA。でも、確か載せちゃいけないんだよね、あれ。なんか結構載せてる人がいるけど、ディスコードサーバーで見るか。ストリームに、なんかそういうのが最近回ってきてた。今までやったことはないんだけどさ、やってる方がいるらしく。これ。このまままっすぐ飛ぶ。ふう。カニ？でもここまで結構すんなり来れるようになったん。すごいですね、まだ。上だっけ？上じゃなかったっけ？出た。でも、怖いよー。右側行ったら、どうだったっけ？でも変なルート行くと、首がちぎれるからな。こっ
てた気がする。カニ。うわ危ない危ない。ほい。出ちゃった。ねえ、この人なんかパワーアップさせてくれるけど、何をパワーアップ、力の薬ってなんだろうね。情報がさ全くないからやばい薬としかやばい薬にしかさ感じないんだけど、なんもね、飲んだからって何が変わったのかわかんないんだよな。あれだとかね、 HP 減ってたら HP 回復してくれたりとかなんのかな。やばい、こっちじゃない。マキシムさんヘロー、天気保管ウィーラッサー来てくれてありがとう。あの人は多分あそこで修行してんじゃないかな。多分常人にはね理解できない修行をしている。修行って便利な言葉ですね。ほっ。もう一回。ちょっと、そうだよね、このルートわからんよね。私もなんでここ通ったのかわかんなかったもん。戻ればよかったこっからまたちょっと遠距離武器がないからちょっと苦しい。残機アップの方法さえ分かればな。後で調べるか、残機アップの方法。こっちでも、はい。このぐらいだったら斜め痛い。めっちゃ当たっちゃった。これ倒さなくてもいけるんだけど気が散るから倒したいんだよな。カニはねすごいちょっかいかけてくるから。上か。カニペロペロしてる。はあ。あれや。さっき言ったわ。鹿丸くん見ようって言ってた。鹿丸丸。みんな驚かないでほしい。いやでも驚いてもいいけど、倒れないでほしい。はみ出しちゃってる。これはみ出しちゃってんな。オーバーレイがどう作られたのかバレてしまう感じになっちゃった。どこまで映ってる？見て。可愛かろうこの顔、ちょっと必死さが伺える顔。顔がちょっと見えなくなってる。しょうがないですわね。今日だけちょっと上の方。
かわいいでしょ鹿丸くん。これ、チャットに今もいるかわかんないけど、おまぎりちゃん結構ね、スマホでいろんなストリームを旅している、なんだっけ。旅してる、ジャーニージャーニーうん。旅人なんで、あ、見てるありがとう。もう、そっといなくなってそっとじゃないや。帰ってきた時なんか、あ、旅に出てたんだな、みたいな。鹿丸くん。鹿丸くんは、チワワに見えるけど、チワワとトイプーのハーフだったかな。だから結構ね、しっかりした、もう足がね、めっちゃしっかりしてるの。太いんだよな。めっちゃ可愛い。毛の配色がね、めっちゃ私が好きで。ちょっと口開いてんね、ここ。ちょっと口開いてるよね。あ、写真は拡大できないんだ、これ。写真だけの表示にしたら、できんのかなエッジ。新しいタブで画像を開く。お、できた。ちょっと開いてないわかんない。さすがにわかんない。かわいい。ちょっと口が開き丸。これをいただいたんでね。ツイッターでゆっくり見たい方はさっきの URL を踏んでいただいて。かわいかろう。かわいかろうなのでした。なのでした。かわいかろうのコーナーでした。はい。ありがとうございます。あまぎりちゃんいつもね。賄賂。助かります。で、これで、また、頑張って練習しましょうか。今9時ね。日付変わる前にクリア。いやー、そんなかけないでほしい。かからないでしょうじゃなくて、かけないでほしいわ、そんな。あ花かわいい。鼻鳴らす感じの鳴くで合ってる？いや、ほんとさ、ワンちゃんはさ、その、感情表現が豊かというか、全然違う。鼻鳴らすような鳴くじゃないんだ。あ、ポテトさん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。ギャンギャン泣き叫ぶ？すごい飛んじゃった、これ。ギャンギャンするんだ。めっちゃ泣くタイプの、まるまる。虐待やばいね、それは。あらぬ疑いをかけられてしまう。あ、でもそれぐらい、辛いというかさ、そういうことなんだろうね。可愛いけど、あれだね、早く家に帰ってやんないとなってなっちゃうな。はい。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。Thank you, Lady! レイドありがとうございます。リバーブかけるの忘れてた。しほまるさん、しほぴょん、いらっしゃい。しほぴょんとしほぴょんのところから来てくださったレイダーズの皆様、はじめまして、まゆこと申します。日本人の V ストリーマーでドット A のレトロゲームが好きです。今日プレイしているのは、ゲームボーイのゲームボーイシリーズ、あ、違うな。ゲームボーイの頑張れゴエモンシリーズ1作目、頑張れゴエモン消えた、違う、さらわれた恵比寿丸っていうゲームをやってます。よかったらまゆこさんじゃなくてまゆことかまゆちゃんとかまゆたんとか親しみを込めた感じで呼んでいただけるととても喜びます。あと、あ、そうだたまにじゃない、結構な頻度で濁った悲鳴を出すのでびっくりしないでくださいよろしくお願いします。ほぴょーん、こんばんは。ストリームお疲れ様でした。
今日なんだっけ、そう、なんかストリームの準備してたからさ、見に行けなかったんだけど、ペコぴょんは、私と同じレトロゲームが好きなストリーマーさんで、今日何やってたんだ。結構ね、毎日、結構な頻度でね、ストリームをされている方です。ね、私よりゲームがうまいですそれ大体の人がね、私よりゲームうまいんですけど、ちょっと今日は何やってたか。あ、そういえばさ、このなんか大文字の人でもこっから飛べるようになったって今日聞いたから、あ、飛べるようになってる。やったー。じゃあ紹介だけでいいんだ。シャウトアウトだけでいいんだ、今度から。最近毎日自主できない。ああ、そうなんだ。なんかね、しほぴょんは結構ゲームをなんか紹介しながらなんかプレイしてる感じって言えばいいのかな。レトロフリークのインストール配信みたいな感じ、イメージ的にそういう感じでよくねストリームもされてるので、なんか知らないゲームを探したいとか、なんかどんなゲームやるんだろうなみたいなの、なんていうの、バイキングみたいなお料理でいうね、バイキングみたいなストリームを楽しむことができます。今日は洞窟物語と、これは何、カエル大復活 BL プラス洞窟物語プラス何か、洞窟物語ってなんか怪獣みたいなやつがいるやつで合ってるかな。はい、イラストを見たことくらいしかないんだけど、それをやっていたそうです。これあれじゃない？昨日かな。昨日はなんかファミコンゲームのドラえもんの白いカセットのゲームがあって、めっちゃ難しいんですけど、私シューティングステージクリアできなくて、そこで終わりました。そう、これ頑張れゴエモン2だね頑張れゴエモン2やってたっぽい。頑張れゴエモン2も私が好きなファミコンソフトの一つで、あとはね、しょこぴょんは音楽も作ってらっしゃって、それもねストリーム中に聴けたりするから、ぜひ遊びに行ってみてほしい。めっちゃピコピコサウンド系の音楽流れるので良きです。ドドンパチ大復活。ドドンパチってシューティングでしたっけ？そっかそっか。そう、しほぴょんシューティングも結構やられるみたい。虫姫様の話をなんかちょいちょいやってもいいかなみたいなツイートをよく見てたような気がする。そんな感じの、あとね、しほぴょんのストリーマー、しほぴょんのなんか声がすっごい聞き取りやすい声と喋りなので、すごいなんか楽しみやすいストリームになってます。ぜひぜひ遊びに行ってみてください。もう一回。あれそうか。もう一回。ありがとうございました、レード。お疲れ様です。のんびり休んでくださいね。子供たち大復活。今日は負けました。今日負けた怯えてる猫ちゃんね。なんだっけ、今日私午前中に言ってたなんか搾取されそうな猫ちゃんって言ったんだけど、このエモートスタンプに対して。ケーブシ私やったことないけど、シューティングがそもそも苦手だし、弾幕系なんだっけ、ケーブシュも。あ、いえいえ、ご紹介どういたしましてです。こちらこそありがとうございます。お弁当屋さんもケーブシュやってた。結構シューティングやってる方多いですよね。あ、そう。
弱そうな猫ちゃん、なんか削除じゃなくて搾取されそうな猫ちゃんって言った。なんか変な言葉使って言ってたような気がしたんだよな。警部衆はなんだっけ、あれで合ってるって話か。あれ弾幕あ、やっぱ言ってた。搾取されそうって。なんかなんなんだこの言葉遣いと思う。これはどっちに行くやつ？下に向かってるやつで合ってるな。そう、最近もうほんとあれしか出てこない。今何をやっているかっていうと、これ操作してるのは五右衛門じゃなくて何ちゃんだったっけ？花ちゃん誰だったっけ？また名前忘れちゃった。五右衛門が知らない人からお団子もらって、あ、みこちゃんありがとう全然名前違った。なんか知らない人からお団子をもらって食べたら体壊しちゃって、でその生き倒れた五右衛門を解放したのがこのみこちゃんで、みこちゃんは五右衛門の体を治すためになんか薬みたいなのを取りに行く途中っていう感じです。エスプガルーダ1かデススマイルズなら入りやすいかも。デススマイルズは聞いたことある。エスプガルーダは聞いたことないや。シューティング縦集だよね、警部。あれ縦集で合ってる？全部が縦じゃない？横集なんか東宝はさちょっとやってたからさ、なんか横集の方が多分苦手な気がするんだよな。エスプガルーダ、あ、シゴピョンちゃんと押さえてる。ガルーダは縦、デスマは横。あ、そうなんだ。デススマイルってなんか可愛い女の子いるやつ？あ、みんな教えてくれてありがとう。足場がなくなって終わるのだけはちょっと嫌だ。あ、皆さんこんばんは。いらっしゃいませ。来てくださってありがとうございます。今日は頑張れ五右衛門、さらわれた恵比寿丸、ゲームボーイの頑張れ五右衛門シリーズ1作目ですねをやっています。で今シューティングゲームの話をしてました。デススマイルのスチーム版セール買ったっけ？なんでやらんのや。今日やるんや。とりあえず起動するだけするんや。ゴシックホラーのゴスロール。あ、そうなのか。なんかパッケージあれかなっていうのが脳裏に浮かんだわ。目が疲れそれはそうでしょう。弾幕シューティングだから目が調子いい時にさ、コンディション整えよ。目じゃない、やるために目のコンディション。スチーム積みゲーは私もね、スチームは積んでるゲーム多いですけど、あんまり買わないようにしちゃった。じゃあみんなスチームで買うあ、でもセール来たら買っちゃうもんな。セールじゃなかったらさ別に買わないことも多くても、あ、なんかこの値段だったら今のうち買っとくかって言って積んじゃうよな。老後の楽しみとかにする。あ、またちょっとこれ騙されるところだった。ダメよ、あそこのルートダメよ、真横。本当は左側から行った方が安定感増すのかこれ。ちょっと怖い。でもこの高さも怖いんだよな。なんで急に怖くなっちゃったんだろう。
80% オフはでかいよね。なんでうわー、十字キーが効かんかった。上に上にジャンプした方がいいのかな。草履があるとき、次からそうしてみよう。一回もデスは許されないのだ。出てこないな。足滑らしたわ。すごい絵面が地味なんだよな。足を滑らせた的な展開の。そう思って買ったソフト。未開封を理由に。なるほどね。そうだよな。私も、うわ、こっち来ちゃった。びっくりした。魚が死滅したのかなと思ったら、そんなこと。これさ、やり直しさせてください。今のは私が悪い。大体私が、いや、私が悪い時もあるし、なんか他の要因がある時もあるわ。でもそうだよね。私もさ、前はね、買った時にすぐタグっていうか、カテゴリー分けしてたのよ。で、すごいこう、遊びたいなと思って買ったゲーム。割とすぐ遊びたいなと思って買ったゲームは、近いうちに遊ぶっていうフォルダーに入れてたんだけど、そのフォルダーに入れて、フォルダカテゴリーしてたんだけど、そのカテゴリーにしてても、全然遊ばんもんな。本当にストリームで、直近でやるぞーって買ってないとダメだった。で、もう今はね、なんかカテゴリー分けもギフトでもらったものぐらいしかしなくなっちゃったわ。単に未開封で保管してると数年後中古相場を見ては嫌い。でもそれもある。私もなんか今ね、買って開封してないもんな。魔法使いの夜ってさ、タイプムーンのノベルゲームがあるじゃない。あれが好きで、それのスイッチ版が発売されたんだよ、去年の12月に。10年の時を経て。で、もう一回やってるゲームだっていうのもあるし、あと私はリメイク版の月姫をね、買ったんだけど、それを10分ぐらいしかやらないで、クリアもしてない。してないから、それ終わったらやろうと思って、もう箱すら開けてないんだよな。届いたまま。ね、近いうちとは一体何なんだろうね。昔のゲームはね、やばいよね。昔のゲームって言っても、どうなんだろう。私は昔のゲームを新品で買うことがいろんな意味でなかったから、これかな、未開封の状態でね、取っとくなんてほぼほぼないに等しかった。開封ぐらいはしてほしいなって思います。自分に対してね。人はさ、なんかいろんな意味でコレクション目的で買ったらね、それでいいみたいなタイプの方もいらっしゃいますし。昔のゲーム。それ、あれよな。なんか、なんだろう、例えば10代の頃とか子供の時の話、買ってもらうだからそうだよね。でもそうだったな。私も子供の頃はなんか、買ってもらったら、すぐやる。すぐやりたいゲームだからこそ買ってもらうみたいな、そんな感じだった。去年有名な問屋が倒産して、PS1 新品やいろんな新品カセットが出てきて騒ぎになる。へー。問屋だったんだ。問屋、やばいね。でもなんかツイッターに上
がってたのそれかな。なんかそういう、なんかまだ何がありましたみたいなのを見た気がする。高3なのか。お風呂行ってきます。いってらっしゃい。夏亀ちゃん。最近ね、パンツを置いていくこともなくなって。あー、痛い。ボディに効いたわ。うちもなんか、もうここ、さっきさ、左側のとこから飛んでいくって言ったのに忘れてた。パンツ置きに6枚もパンツ、そんなにパンツ履いてどうするの。どっち金銀が新品300円、海外だと6000円。すごいいい商売ですね。あ、パンツごとお風呂入らないでもるって。入って。ポケスタ金銀か。ポケモンスタジアム64のやつですよね。300円が6000円。錬金術。でも海外の円安で海外の方皆様がいろいろご購入なされたんですよね、確か。なんかそんなニュースをテレビだっけで見た気がする。しょうがないよなそれ。残念だったね。お、ちょっと待って、スイートな甘さを君だけに、ドリーミンチュチュチョコラタタタタ、そのハートに届けたいな。Thank you はドレとコーギーチア100匹のコーギー、ありがとう。みかんちゃんだ、みかんちゃん来ました、おめでとう。来てくれてありがとう。みかんちゃんお疲れ様。そしてチアありがとうございます。もうみかんちゃんのさ、年末のさ、ジョヤの鐘を聞くストリームにさ、行きたかったんだけどさ、去年って言えばいいのかな、行けなくって。その前は行ったからさ、確か行った気がする。行こうと思ってたから行けなかったんだけど、タイミング逃してその後、みかんちゃんに挨拶全然できてなかった。来てくれてありがとう。なんかめちゃめちゃ、いつもだけど、みかんちゃん大変そうだから、癒されるかどうかわからないけど、ゆっくりしてってください。ありがとう、みかんちゃん。みかんちゃん、エーペックスやる余裕あるみかんちゃんね、エーペックスよくやってるストリーマーさん、お姉さんストリーマーさんで。カニ。なんか出てきた。なんだあれ。パタン。今やばかった。やばかった。よく飛べた。そうだよね。もう家帰ってきたらなんか、お仕事も大変だし、なんかお仕事の人間関係も大変そうだし、闇。ほんと、みかんちゃんのなんか、滑らない話がありすぎて、ツイッター見てると、ヤバのヤバだなぁと思って。でも体は大事にしてほしいし、命も大事にしてほしいから、気をつけも、気をつけきれない時はね、来るかもしれないけど、気をつけてほしい。命ある限り。なんか上行けそうになっているな。命。そうだよ、命。
命は必ずあってほしい。そう、命は大事にして。命なくなったらもう全てがね、終わりなんでね。とりあえず命だけは。他はね、とりあえず捨ててもなんとか、命さえあればなんとかなるから。いくらでもね、命があればある程度復旧はできるので。なんか私結構YouTube とかでさ、作業 BGM でスレのなんかまとめできな。今どうして上に飛んだんだろうね。なぜ斜め飛びがいけると思ったんだろうか。あんなに苦手だって言ってたのに。いや、まだ大丈夫。10時までに1回投資をなんとかいけないかな。これ本当はマックスで2回死ねるはずだから、2回死ねるデータを作るか。もうなんか私の考えた最強データ張りのやつを時間かけて作るか。ステージの最初からやり直して。もう世の中にはね、結構やばい人がいるっていう最近私なんか変な人と関わることも少なくなってきたけど、割と変な人に変ななんか人に目をつけられやすくて、ヒーって思った時もありました。のね、大人に最強データ作りに行こうかな。確かこのデータが違う、このデータじゃない、このデータだ。このデータがあれだから、サイレンスルールサイレンスルールとは、サイレンスルールってどういうことだ。ブロージさんかな、それとも。Hello, thank you for coming. ラッサー来てくれてありがとう。これで終わったらちょっと作業的なあれをして最強のデータを作ろうと思います。もう今日でクリアするという固い意志。痛い。変な人に疲れやすいみたいな、そんなのがあって、未だになんかネットはさ、ネットはまたなんかちょっと違うあれなんだけど、なんかね、リアルでなんかこう異性が近づいてきたらすごい身構える。であとなんか異性を見る目もないから、異性を見る目もないので、なんかさ、自分がこの人いいかもとかって思ってさ、仲良くなったらなんか結構やばい人だったとかさ、そういうのもあるから、もう何も信じられなくなってしまった。クキワットでありがとうみかんちゃん。でもね、みかんちゃんを犯罪者にするわけにはいかないから、バレないようにやるなら、バレないように、今ならこれならきっとバレないなっていうチャンスがあればやってほしい。
けど、これはバレちゃうなと思ったらちょっと抑えてほしい。そう、バレないように。バレなければ大丈夫。バレなければそれはやってないと同義だからありがとうみかんちゃん。僕も危険です。おい、お弁当屋さんそんなチュッチュとかさ、今までチャットすることなかったでしょそれが本性っていうか隠してた素のお弁当屋さんだった。なんとチュッチュ。でもね、そういう人はね、そうなんか一見やばい人に見えるけど、自分をちゃんとね解放できる場があるからね、そんなやばくない可能性がある。だからやばい人はなんか本当ね、普段自分を解放できないというか、解放しないように隠してね、素のやばい部分をねいることが多いので。私もさ、結構八方美人な方だと思うんだけど、うちのさ、その麻雀の方に PC エンジンをもらった家族がさ、結構外面がいい感じの人で、家族への当たりはねめっちゃ強いみたいな。やべえやつだった。人を見極めるのは難しいね。難しいよな。自分もね信じられなくなる。みかんちゃんが言ってたのか。そうなのよ。自分信じられなくなる。だから自分がこの人いいなと思ったら逆にこの人危ないってことかみたいなそう思うようになっちゃうよな。別にさ、なんか深い仲にならなければさどうってことないから、なんかこの人まあ面白いけどやばいかもしれないから。なんだこれ。で、私は最強の私の最強データを作るために最初からやりますか。その理論だとワイはやばい人のカテゴリーになってしまう。まあそれさ、真偽はどうかわかんないけど可能性はあるということで一つとしか言えないな。ちょっと足早くしたい。ここがちょっとなんだあそこ。お金ないから何もできんけど。私もなんかなんだろう、普段さあんまり怒ったりしないようにしてる。怒るとさ疲れるしさ、穏やかに過ごせるようにしてるんだけど、普段必要最低限のことしか話さないんよ。今さペラペラ喋ってるけど、これはねちょっとミカちゃんノーネームちゃん気をつけて。暗い夜道にも気をつけて。みかんちゃんがでも大丈夫。これやばい人じゃない。それスライムのセリフだよ。出るボルデモート誰？痛かった本当に今。少しでも可能性があるなら消さないと。確かにそうな。バレないチャンスがあれば。そうな。不安の種はね消した方がいいもんね、早いうちに。普段静かにな。もううるさもうスト
リアムはさ、みんながなんか親しい友達のような感じでお話ししてるからさ、めっちゃどうでもいいことも喋るんだけど、普段ほんとどうでもいいことは一部の家族とかにしかダラダラとあんま喋ることないかもしんない。が喋ってもいいんだけど、でもな、こんなことばっかり言ってると良くないなとか思ってあんまり人の愚痴とかもあんまりできれば言いたくないと思っているけど、正直リアルであんま喋ることない。そうそう、だから多分この情報みんなにとってはどうでもいいだろうなみたいな思って、いやストリアムもこの情報みんなにとってはどうでもいいかなと思いながらも、でもなんか話しとこうみたいな、よく世間話するじゃん。いやなんかこれだからどうっていうあれではないんだけどとかって言ってオチのない話をするんだけどさ、それをさなんかリアルでさしない、で愚痴もさ生産性のない愚痴があんまり好きじゃないから、結構女性って愚痴りがちみたいに言うけどあんまり言わない。そう言う時はもう本当に無理な愚痴無理な愚痴とは本当にね、無理な愚痴は言うことがある。うんちしすぎ。最近さなんだこれ、こんなとこに関所あったの？なんか来たことない道来てるなと思ったら関所があったんだ。違う道来てしまったらしい。あ、ここか。無駄なことしたくないっていうのが自分かな。言っても無駄なら言わない。ここでセーブしておくといいデータが作れると思う。五右衛門復活後に来るんかな。ここ来ないかったはず。ここは関所ね。関所はそうだね、五右衛門復活後に来ると思う。五右衛門は関所通る定めにあるかな。もうこれ残機も2機あるしね、もう強いよこれ。やだ、楽になっちゃう。その話が戻るんだけどさ、別に他人が人様がさ愚痴ってるのを聞くのが嫌とかではないんだけど、自分はなんかあんまりなんかね、言ってるとね、ほんと言霊になりそうで、どんどんなんか嫌な気持ちになったりとか、あと同じ気持ちをもともと持ってる人とかに言うならいいんだけど、相手の人にさ、これ今多分人が嫌な時の愚痴の話をしてるんだな私は。なんか相手の人にさ、その悪いあれを情報を植え付けてしまうような気がして嫌だなと思って、向こうからなんかその話とかを振ってきたら、そういうとこあって私も苦手ですとかっては言うんだけど、言わなくなったな。でも最近なんかお仕事関係でね、なんかね、仕事でちょっと馬が合わない人がいるとかそういうレベルじゃない感じで、危ない、セーフ。どうしてもね、ちょっとね無理な人ができてしまって、それでストレスがやばい。大体仕事行ったら関わんなきゃいけなくて、
なんかどっちかっていうと人にあんまり関心ない方なんだけどさ、すごい嫌なんだその人の全てが嫌でさ、もう無になりたいんだけど、なんかいろいろ更新されるから無視もできなくって、無にもなりきれなくって、もうどうしたらいいのかわかんないみたいな。よし消そうみかんちゃん消してほしい。本当に合わないんだと思う、私と。本当合わなくて困っとる困っとる。そう、しんどい。なんか本当にね、どっかの片隅でその存在があるっていうだけで本当にダメで、そんなんなったのなかなかないから、その対処の仕方とかもさ、やっぱり自分が普段さ関係ないようなものだったからわからんのよね。うおーっつってなんかたまにクサクサしてる魚無理だ。魚のタイミングよ。あれここ出るよね。シュン。あ、そうなんだ。初見で分かっちゃうんだ。私はね、初見はね、もう本当にねえ、なんかやっぱ第一印象は良くしないとと思って、どんな人に対してもなんかすごい、なんだろうな、頑張りすぎてそこまで分かんないこと多いかも。分かる時と分からない時が、おいカニある。難しいよね。そう合わないからって言って距離取ってそれで解決する方法しか私は持ち合わせてないから、それをなんかポジティブに変換していくみたいなのが、なんか匂いっていうかオーラというのが今まで生きてて8割弱当たった。あ、そうなのか。そいつを消すかがめっちゃパワーワードなんだけどみかんちゃん、私もそいつ消したいわ。なんか仕事の上ではさ、なんていうのね、貢献してる人とかだったりとかもすることもあるから、なかなかね、私の一存で消せないのがつら。え、なにこれ、なにこれ、この場所罠じゃん。いった。おかえりカシカベちゃん、おかえり。能力、力が欲しいかってささやき聞こえてくるよ。ノーネームちゃん、力が欲しいか。それに耳を傾ければ OK だよ。嫌なやつ大体仕事できないから消し合わせ。あ、そうなんだ。それはすごい合法的に強い。いいなぁ、みかんちゃん。不幸中の幸いだよね、それ。あ、ジェイツ聞こえる。わかんない。弾が。いつ聞こえるんだろうな。聞こえた人の経験談とかを聞きたい。あれ
急に、あれ気のせいかな。これあ、これか。ちょっと待って。釘は即答メカちゃん強い。ちょっとそうだ、あそこの上気になるけど、あそこの上ってどう行くん？いけない？なんかめっちゃジャンプできないといけない感じかな。いや、頑張ればいけるな。頑張んなきゃいけない。でも頑張れゴエモンだから頑張んなきゃいけないんだよな頑張りきれなかったこれはもう無理だわ。無理よ。ここどこよ。あすいませんでした。今のわざとじゃないんです。わざとじゃないんです。ありがとうさん、こんばん。ロットさん、久しぶりにロットさんって言った気がする。ロッピョン、ロッピョンこんばんは。稲さん来てくれてありがとう。お久しぶりだね。今日頑張れゴエモンのゲームボーイのさらわれたイビス丸っていうやつをやってます。ひたすら、ちょっとジャンプしてる。お日様になってる。お日さハートでもあるし、お日様にもなってる。久しぶり。今ちょっと落ち着いたんかな。ね、試験とかお疲れ様でした。お疲れ様でしたでいいのか。いやでもまだ状況によってはまだあんのかな。あんまりね、私そこら辺のことを分かってなくて、少し落ち着いた。それは良かった。また忙しくなるかもしんないけど、落ち着ける時にね、ゆっくり休んでもろて。よいしょ。うんうん。あ、そっかそっか。1ヶ月後にね。じゃあまだまだ肩の荷は下りないけれどって感じか。大変だよな受験。私そんな大した受験したことがないからだけど、ミスったわ出る？出ない。出ない。いや出るでしょこれは。待てなかった私が、これはちょっともう無理すぎるの。無理だからブロードさせてください。ちょっと怖いからさ、すごいビビり。多分これもうこうしちゃっていいはず。よし、ビビリが出てしまった。ビビリじゃないビビリではないけど、はっ、なんかだんだんこの間結構先週やった時割といい調子だったんだけど、なんかもういい調子じゃないです。この調子だったら来週クリアできるだろうって思えるぐらいのなんかいい調子だったんだけどな。全然ダメですわ。このジャンプの音はさ、なんかスーパーファミコン版とかから、ファミコン版かあんまり変わってないよね。これちょっときついでしょ。みんなやってみて。本当にもう並走回してもいいぐらいのとこよ。本当にここでね、心折れちゃった。でもね、あの頃の私とは違う。いろんなゲームやってる。落ちないように飛んでる。そう
なんかボタンの押し加減とか、なんか遠くに飛びすぎないように十字キーでさちょっとバックしたりとかして、それだからここからできるけど、実機だとステージ最初か。そうだね、それよね。レトロフリークありがとうみたいな。カニ、お弁当屋さんもやっぱここひどいよね。これ頑張りきれない五右衛門って感じ。だって五右衛門じゃないし頑張ってんの五右衛門じゃないし頑張れないよそりゃ。なんで団子を食べたんだよ、知らない人からもらって。ジャンプの調整はどのゲームでも難しいよね。そう、五右衛門寝てるだけなんだよ。危な。カニ。実機の液晶、そうよね。そっか、それもあるのかも。私さ、前実機の液晶モードでさレトロフリークでねやってたんだけど、その時ねあんまり先に行けなかったんだよね。その時よりはすごいね先に行けてるから、そういうことなのかもしれない。まだなんかこっちの方が色も変わるしさ、気分もなんて言うんだろう、気分転換みたいなしやすいんだけど、実機の液晶液晶モードだとね本当になんか単調というかなんというか難しいやだ。よし、これでいけた。よしよし。よし。はい、またこっち来ちゃった。違うんだ。からよし、やっぱここ行った方がいいんだ。でカニがいると。いや、ここで遠距離持ってるの強いぞ。なくてもいける。ふう。怖いな、そこ飛ぶの。実決勝残像があるの、ジャンプの微調整で。はあ、やだ残像。あれ、そういえばなんかこないだこれだったっけ、なんか映像に乱れあったんだけど治ってるな。結構いい、まだわらじがある状態でいいとこまで来てるぞ。おっ、な。よし、カニは仕留めた。これさ、ここいけるよね。よし。でこのさ途中今すごいいい調子できてるからさ、こことかでセーブしてもいいっちゃいいんだけど、でも良くないよなって思う。どうしてもダメだったらそれ使うかもしんないけど、まだなんとかさなりそうな、なんかあるじゃんまだなんか頑張ればね、真のね頑張れ五右衛門にたどり着けたらなんとかなるような、そんな。あそこ行けるところだ。でもあっちからもやめとこ
TRB いってらっしゃい、ロッピョン。やっぱ手前で油断したな。真横。まあ、セーブしておいて初めて有効なのでは。セーブしたくない。もうセーブする価値もないデータになりましたけど。ほら。まだいける。ここで、やだ、カニはやだ。そっちからか。3個は飛べなくもないけど、あんまり飛びたくない。よし。うん。よしよし。一回通せれば。どこ？マリオに慣れてると、わかる。そう、待てないんよ。とか、前方が見えなくて、先週そうだったんでね、前方が見えなくて、着地しようとしたら岩が消えたっていうことが、そういうさ、ハニートラップハニートラップか。やめてほしいね。ここはどうしたらいいんだ？やだ。斜めジャンプしなきゃいけない。私に斜めジャンプしろと？無理でした。いけないかもしんない。斜めジャンプ。半キャラずらし。そっか、それはありかも。ありがとうございます。半キャラずらしはありよりのあり。痛い。あれじゃなかったっけ？どっちにずらすか。半キャラずらしありがとう。なんだこれ。この先行き止まり。これはもうここまで来たの初めてじゃないかな。行き止まり。あれ？ここまで来て行ける。ここじゃないの？なんかさ、真珠を3ついるんだったっけ？今1個だよね。調べましょうかね。こないだ見たやつ。もしかして決まってる？真珠がある場所。なんか私はさ、てっきり最後にさ、最後に行ったところで、違う、これじゃない。なんかあるのかなと思ったんだけど、ステージこれ何？ 7？ 7 じゃない。何番？ 8？ 6つか。金華山。
真珠を3個以上集めれば海の主が出てきてくれるらしい。知らなかった。最後までしかも行き止まりで真珠がないとダメらしい。これはさ、でこのステージには真珠は123456788個隠されてるらしい。そのうちの3つらしいんだけど、これはもうこっから無理なのでは。どこよ。そう、あと2つ見つけてこいってことだね。これどこなんだ。頑張ってきたのに何なんだこれ。どこにあんだろうこれ。この先行き止まりの前にあるの。もうどこがどこなのかわかんない。わー。こっからさ、こっから戻るのがまずこうか。こうして、マジか。だな。ちょっと待ってね。よいしょ。ファイトたまゆありがとう、シホピョン。頑張る。ちょっと待ってね。みんなに見えるように、ブラウザ、攻略データ。これさ、こう書かれてんだけどさ、ここに。わかんない。このデータだとわかんないわ。一瞬でない汗ば。そうか。ニコちゃんもありがとう。よいしょ。真珠。攻略。さらわれた恵比寿丸。ご飯炊いたら少し水っぽくなっちゃった。あらあら。ちょっとね、なんだ、あんまり柔らかめ、いや違うな、ご飯だとさ、自分のベストのさ、なんていうの、硬さに炊けないと、なんか、ちょっとショックが大きいよね。シチュー4つ以上集める必要があるってこっちにも書いてるけど、そんなことねえな。どっちが見やすいか。でもみんな、マップとかは載せてくれてないんだね。これは、あれか、真珠の場所じゃなくって、真珠の場所なのか？真珠の場所ではないのか。頑張って見ていくか、これ。拡大しましたけど。ここはちょっと行きづらいところは無理だな。なんかもっとさ、初心者でも簡単に真珠が取れますみたいな。これ表示させておくか。チラチラ見ながらやるか。ちょっとみんなには、オーバーレイから消しちゃうから見えなくなっちゃうけど。そう。これ見て頑張って探していきたいと思います、次。でも最後まで来たから、腕は上がったわ。
これと一緒の場所。わからんわ。なんかさっきもさ、真珠出てた場所全然覚えとらんもんな。うわ、こっち来ちゃった。多分なんか半径半径何マス以外みたいなところに、この下のとか違うめっちゃ見てる。危ない。大丈夫だった。わかんないんだよな、本当に。あそこか。あそこではない。そこではないです。違うか。わからん。ここにはないとし、バモア、労働ソーリー。このマップ、でも探しに行けばよかったか。すいません。なんか、最後まででも行かなきゃいけないんだよね。で、確かね、最後まで行ってもそっから戻んなきゃいけないんじゃなかったかな。帰りの道もあるんですよ、確か。違ったっけ。いて。そうだった気がするんだけど。どこ？この目？違うか。もう少し前の何枚目の画像だろう。カニ前。オッケー。カニをじゃあ目指せばいいね。カニいたらバックして。すいません。わざとじゃないんです、今。ジャンプの感覚が、わらじがあると思い込んでた、そんなジャンプでした。わらじはもうないのに。あれか、あそこか。いけるかな。あそこね。わかった。あそこだ。ダメだ。あれ、芹沢さん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。どうしたんだ。今日は頑張れゴエモン。さらわれた恵比寿丸をやってます。半ずらしでしたか。そうか。こっからだと危ないな。そっか、半ずらしテクが。半分ずらしこれでも最初に取るんだったら多分わらじが必要じゃないや、ある状態でそれを維持したいから、この状態で取れるそんな感じにしたいですね。からジャンプしたらどう？ダメなんだ。あそこの前でセーブするか今度。
ちょっとジャンプするとこ早かったな。そしてセーブすんの忘れました。すいません。こんな、どうしてこんなひどいことするんだこのゲーム。ここね、ここね。で6番目のデータ。このぐらい。お、来た。これで、はあ、弾。そうだね。行って帰ってくるまでが真珠よ。これで、弾、真珠取って、ほっ。で、これで、はっこうか。よしよし。よしよし。で、次の弾を、真珠を、弾っていうのなんか、あんまりなんか、なんでも、丸いものは弾と言いがちだけど、真珠って言いたい。油断をしないで。そっか、真珠があるからの変ななんか入り口があるんだね、きっと。この辺でしょ。この辺でしょ。この辺でしょ。違うのこの辺じゃないの。あれ違うこの辺じゃないの。この辺でしょ。ないの。あれこの辺じゃないの。違うの。右上。あれシラミ。なるほど。ありがとうございます。そっか。ジャンプね。これで2個で、あ、痛いです。痛いのか。冷たいです。冷たくて、あ、もう取ったから大丈夫なんだ。次の真珠、多分各マップに1個ぐらいある感じなんかな、イメージ的に。ランランラララ。カニ。ダメでしょう。そんないたずらしちゃ。あれ今どこあった？このさ、左側にある？もしかして。これ半ずらしに技。完全に海の上なんだが。これか。うわー、カニだ。いや、ここも半ずらしテクで、はあってことか。じゃあここで3つ取ればいい？あともう1個ぐらいの場所なんか調べとくか。このなんか次のところ上かな。上行ってなくなっちゃうんや。確かにね、簡単なところ探した方がいいよね。あるならイージーモードで生きていきたい。迷う絶対さ、
さ言わないでしょみたいなこと言わせちゃった。 AJ モードで生きていきたいなんて言わないでしょ。ここではないか。ここがラストだもんな。もう回復は HP 回復だけだよな。現地をしっかり取られてしまった。イージーモードで生きていきたい。まあよ。関係ない。ここは右に行くルート。わかる。省エネも大事だよね。やっぱ怒りたくないよな。あー、こっちじゃない。あ、でもこっちでもいいや。エコ大事。地球に優しく、みんなにも優し、みんなにまあ、エコの方が優しくなるんだろうな。あ、この辺じゃない？来た！ここいいよね。ここ。あともうちょっと進んでみるか。こうではない。芹沢さんもご無理ないよ。ありがとう、いつも来てくれて。お互い元気でまた会えるように過ごしていきましょう。私もね、ストレスは多分このストレス生活は少なくとも春までは絶対続くと思うから。ほんとね、このステージ作った人はみこちゃんに何の恨みがあるんだろう。あ、おぽんぽんお兄ちゃん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。そう、BGM はいいんですよ。ここもさ、多分さ、ちょっと半ずらしだったらこういけるわけでしょ。いや、ここ難しくて、ポン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 ってね、おぽんお兄ちゃん。めっちゃね、これゲームボーイのやつ、今日話してたやつだね。あれ、あとどこだ？ヒールありがとうね。おパンツ。覚えた。覚えた。こちらこそお昼はありがとうございました。OBS のあれ入れましたか？こっちじゃない方から行った方がいいの？あ、そんなこともない。カニはすぐじゃない。今ね、真珠を探して3000リットル行ったところですね。GBHDMI 化の方を契約、なんかもうちょっと早かったらさ、なんかあの時よかと思ったんだけど、早かったらなんかスーパーファミコンの互換機にさ、ゲームボーイのソフトを使えるようにするさ、コンバーターみたいなのがあってさ、今もうそれが結構高い、定価より多分6000円は、8000円ぐらいか。8000円するぐらいになっちゃってるから高くなってて、なんかね、言えなかった、あの時。他のもなんかあるけど、あんまり評判が良くないらしい。ここか。ここじゃない？もしかしてこれ。違うわ。
もしかして違ったわ。こっちか。こっちだ。カニ。カニ。この辺。ここじゃない？あ、これだ。あ、でもこれで、ちょっと手が、私の手が。これで、だいぶ、いけるところが、手が、どこのやつを、一番最初のマップのところと、あそこ、やだな。あそこ、やだな。2個目のところと、1個探せてないよな。もう少し進んでみるか。練習がてら。おぽんちゃんゲームボーイカラーだっけ？何やりたいって言ってたんだっけ？なんか、ゲームボーイカラーやりたい。HDMI。あ、でもさ、ゲームキューブあるんだよね。あれないの？ゲームキューブあるんだったら、下駄って言われるんだ。あれ、高いもんな、今。そっか、それだと、難しいね。スーパーファミコンで、スーパーゲームボーイの方がまだ現実的かもしれない。縦スクロール面で回収するのが、楽そう。なるほどね。読み上げが楽しそうって読み上げてて、私、何考えてる？何考えてたんだ今。あれ、キのような街は、好き気まじまじ空がくれるコンフェッティは、フィのフィスタイヤ天使の羽よ。Thank you サブスクライブどうもありがとう。6票トータル17マンスありがとう。あれプライムサブスクだからかな、あれがなんなかったね。1年以上してもらったら流れる方。ありがとう6票。貴重なプライムサブスク。パンツたくさん使ってくれありがとう。サブスク1ヶ月よろしくお願いします。よいしょ。なんか今日手が荒ぶりますわね。じゃあサブスクもいただいたことだし頑張るか。さっきの記憶がもう死滅してる気がする。よく来たな。あ、ここか。こっからふう。よし。あ、そうお正月からちょっとだけ普段着っぽくなった感じなんね。お正月だとね、もうちょっとゴテゴテしてたんだけど、さすがにもうお正月終わったよって突っ込まれたらちょっとイラってしそうだなと思ってどういう理由でもうね、予想されるイライラのもとはね、早期にね積んでおくっていう。そうイラッと。これで2個目でしょ。大事よな。自分でなんか自分の機嫌のなんて言うんだろう、自分で自分の機嫌を取るというか、なんていうか。そう
こでいいんだっけ。そんな些細なことでイラってするのかとか思われるかもしれないけど、たまになんかたまになんかあんまりさ言われすぎると、あ、ここはあれ、これでいけるんじゃない？あれ、ここだっけ？やったー！これはもう大丈夫ですね。でもまだまだ真珠探しはしていこう。たまにさ、イラってしたりとか、説明しすぎたらなんか、気持ちわかるけどまたかとか、別になんだろう、大丈夫な人もいるんだけど、なんかいつもさ、失礼なこと言ってくるなこの人はっていう人もいるんですよ。やっぱり人間だからさ、感覚の違いだとは思うんですけど、でもあんまり失礼なことを言われすぎてるとやっぱイラってしちゃうんだよな。それはしょうがないよな。人間で、しかも感覚の違いだから、ここ来なくていいんだろうな、多分。じゃあそうじゃ、わかる。ありがとう、しほぴょん、分かってくれて。なんか、その件についてとかもさ、しますよ、ありがとう。ちょっと待ってね。ねえねえ、なんか、すごい差別してるわけじゃないんだけど、やっぱりさ、その、なんか、タイミングとか、なんか、タイミングじゃないや。積み重ねだよね。積み重ねとかでさ、この人、ちょっとな、みたいな。やっぱり、人によって、あるから。どうしても人間だから積み重なってゲージが。やっぱここ来なくて。お弁当屋さんも持ってた。ね。なんで、なぜか吸い込まれていっちゃう。そうそう、普段言ってくれる人だったら、そうなんだよ、こうなんだよね、とかって。そう、もうなんかお正月も過ぎてるけど、でも、まあ、1月のコスチュームとして、いっかと思って、って。なんか場合によってはさ、気づいてくれてありがとうね、みたいな。そんな風にも発展しなくもないのに、なんかね、心の距離的、まあ、お腹空いてるんじゃ、お腹空いてるとイライラしやすいのはね、あるよな。万物共通。あれ、本当にこれで言っていい？痛かった。今のは痛かった。配信で注意とかを簡単にできるはずもなく溜まっていく何か。そうよね。なんか、慣れてないと。あとね、なんか、この人いつも失礼なこと言ったりとかさ、するから、次会ったら、言おうみたいに思ってると、なぜかその次がね、訪れなくて、何なんだってそういうフラストレーションとかもあるんよな。難しい。パン食べる、少しだけ水っぽくなって。大丈夫、ご飯はね、ストリアム前に食べたからありがとう、カスカベちゃん。スニッカーズの出番だ。すごいあれ、カロリー高いよね。なんかキャラメルの、すごい粘度が。ちょっと待って、キャラメルの粘度、合ってんだけど、なんか違うんだよな。山崎の生チョコ、生ドーナツチョコ、へー。ちょっと、今度スーパー行ったら探してみよう。美味しそう。今さ、なんかミスドでさ、なんか美味しそうなの出たらしいじゃない。気になってんだけど、いつもミスド行かずに終わっちゃうんよな。みんなあるある。難しいよな。できれば平等に
接したいんだけど。飴か。コンビニにもある ?120 円。で、コンビニも週に1回行くかなどうかなって感じだから。あ、カニ。カニバトル。ついでに魚も巻き込んでいく。あれここだっけ？たくさんね、真珠も回収してく。チョコレート系のやつ、そうそうそう。終了しパンツ。そうなんだ。私なんかスニッカーズは一回食べたことあるんだけど、すごいこう甘くてうわーってなって、それ以来食べてないや。美味しかった。ぜひ買いに行って。ロピョンもう食べたんだ。さすが若者ってなんか言うとすごい自分が年老いた感じするからあんま言いたくないけど、さすが10代早いですね、情報が。スニッカーズ高くなったん。キャラメル系好きならスニッカーズ。なるほどね。もう食べてない。なんか歯が折れるかと思った。甘すぎ。スニッカーズ、口の水分全部結構みんなスニーカーズ食べてんの？私ブラックサンダーなら全然違うもののことを話そうとしてるわ。ブラックサンダーよく。昔よりだいぶ柔らかくなったの。年寄りでも食べる。あ、そうなんだ。だでも前くらいだと胸焼けくる。それはちょっと大変や。あ、シホピョンもブラックサンダー。ブラックサンダーさ、結構なんか種類増えたっぽくって、この間なんか100円ショップに行ったらめっちゃ売ってたんよな。なこさん、さてはここ難しい。そうなのよ。セナシュンここ難しくてずっとやってんよ。やっとなんかさっき終わりまでたどり着いたんだけど、これ多分ジャンプできる。行き止まりだって看板だ。あー、来た。こっから確かボス倒せるのか。これこの先は行き止まりってなってて、このさっき来た時はこの真珠、右下のアイテム真珠がね全然足りなくて進めなかったんだけど、これでこの辺来ればイベントが進みましたー。海の主出てきてほしいの。ありがとう肉ちゃん。スイカーズ友達からもらったけどお口に合わなかった。合わなかったか。キャラメル系だから昔がガチガチで歯が折れそうになったのあれ。あ、そうなんだ。あんまり食べないから分かんなかった。スニッカー多分なんかちっちゃい頃に食べた小学生かな、それとも。ブラックサンダープレミアム食べたことないかもしんないわ。あ、そう、煮茶ってめちゃめちゃキャラメルね、すごいなんか持ってかれる感じが。ナイスサマリありがとうシフコピョン。甘すぎて合わなかった。それはあるかもしんない。あれね、なんか甘さの権化っていうか、なんかなんだろう、とにかく甘くしとけばいいだろうみたいな感じの甘さの方向だったような気がする。ごめんなさい。20年ぶりにワシを呼ぶのは誰じゃん。20年ぶりに海の主を呼ばないと五右衛門は助からないっていう、そういうあれか。昔は2チャーどころかゴリって硬さでやばかった。そうなんだ。それは入れ歯
入れ歯が持ってかれるような感じ。チョコレートにキャラメル。そうだよね。ダブルでなんか贅沢よね。普通なんか、チョコレート味かキャラメル味みたいな。そんな、もう、あれで助けられた人もいるのかな、忙しい人で。お前のような女の子が、こんな危険なところへ。一体、何をじゃ。あなたの薬を待っている人がいるの。ほう、勇気と優しさか。こんなものだけど、この真珠はお土産です。願い、薬を、私にちょうだい。めっちゃ私たくさん取ってきたからね。薬をお前にやろう。真珠のお礼じゃ。薬草こんな苦労して薬草、ここに来ないと薬草がもらえない？あんなにさ、ドラゴンクエスト5でさ、タンスに入ってた薬草が。ありがとう、海の主。いつか再び会うことを楽しみにしているぞ。いや、もう完全に歯だよね。これで帰んなきゃいけないよ。みんな。わかった？一応練習のために置いとくか、データ。これにしとくか。普通に歯の詰め物が剥がれるレベルやばいな、それ。なんか、何か、あれ、貼り付けるときに海苔の代わりに使えるのでは？ご飯粒じゃなくてスニッカーズみたいな。いやー、おいおい、帰りは怖い。そう、怖いんよな、先が。カニいるしさ。よし。またありがとうございます。いや、でも、このさ、やだ。カニバトル負けしか見えない。カニバトルに勝ちたい。その死はテクかと、そうそう、テク石だったでしょ。あ、マイカさん、こんばんは、いらっしゃいませ。来てくださってありがとうございます。帰りは怖い。怖い。いろんな意味で怖いだった。今日は頑張れ五右衛門。さらわれた恵比寿丸をやっております。ここでだいぶ詰まってたんですけど、今日やっとね、進めそうな感じになりました。夏場とか逆にデロデロになりそう。夏場はダメだな。チョコレート食べる時もなんか、なんだっけ、焼きチョコ、ベイクとかよく食べるようにしてたもんな、夏場。今はあんまりチョコレート食べなくなっちゃったけど。よいしょ。お弁当屋さんにめっちゃ分かられてた。そう、消えたって言っちゃうんだよな。恵比寿丸はさらわれたんじゃなくて消えたみたいな。それで消えたって。やっとね、消えた。ちょっとやめて。やめて。さっきね、消えたって言わなくなったからよっしゃって思ったんだけど、でもすごい固まってた、頭が。0. 何秒か遅れてる。
でさ、今、OBS に直取り込みじゃなくってさ、なんだっけ、あれ。やば。さ、なんだっけ、RE セントラル4に移してるやつを、そうそう、キャプチャーソフト、それを OBS の方にあれしてるんだけどさ、その場合ってどう設定すればいいんだろう、その音。いや、タイトルの続きが出てくるまでの感覚のことです。タイトルの続き。タイトルの続き。タイトルの続きが出てくるところ。タイトルってどこのタイトルなの？ちなみに私気づいちゃったに、今さ、CPU の使用率半端なくて、私のパソコンが重くなったの。CPU の使用、あ、私の、そうか、そういうことか。なるほどね、ごめんね。急にじゃないや、すぐ理解できなくて。そう、CPU の使用率がさ、90から94% とかそんな風になってて、うすうす感づいてたけどさ、CPU もなんとかしなきゃいけないんだなって。あれ、CPU 何万円するんだ。消えたは言わないように 0. 何秒か。0. 何秒で済んでるかな。今日録画するのもやめたんだけど、多分だいぶソフトを起動するようになっちゃったからだろうな。いや、痛い。倒しに行ったのはいいけど痛かった。あっちか。なんか出てる？なんかが？痛い！あー、鎧が剥がされたから。あー、そうなんだ。マイカさんも。そう、ハンドトラッキング入れてからすごい重くなっちゃった気がしてます。でもハンドトラッキングはちょっと欲しいんだな。カニにさよならバイバイをして。重くなるね。なんかハンドトラッキング、その別のさ、当たり前か。あ、ほんとだ、なんか出てる。なんか出てきた。どうして？また出た。さっき出てますよって言ったのこれだったんだ。なんだろう。なんかどうしたんだろう。ウェブカメラで私は基本トラッキングしてるんだけど、ハンドトラッキングはまた違うさ、そのカメラとかソフトとかね、そういうものが必要で、それ立ち上げてるだけでも結構パーツね。グラボは更新したから、グラボ更新したらな。危なっ。こっち何？あ、え？
回復しますよっていう人が、まあ、回復はしなくていいんだけどさ。これさ、ショートカット？まあ本当は今年さ、新しいパソコンを作るお金を貯めようみたい、そんな話をしてたんだけど、パーツ交換でなんとか頑張れそうだから、ジャンル別でプロファイル、それねやったんですよ1回。プロファイルだよね。ちょっと待って、ワンツースリータタタ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい剥がせるね。誰ですかあの女、誰ですかどうですか、ロマンスのシャツに逃がさない消してあげるシルブプレプレプレジデント。 Thank you サブスクライブ、サブスクライブどうもありがとうございます。コウノトリさんトータル34マンス34ヶ月ありがとうございます。34ヶ月は3年ももうちょっとで3年かな。ありがとうございます。1ヶ月よろしくお願いします。ありがとう。そしてこんばんはです。そうだね、コウノトリさん壊れてるじゃないや。疲れてるね。家を買った。そうなんだ。じゃあレトロゲームはかどりますね。コウノトリさん楽しみにしてます。で、コウノトリさんのチョイス。あと2ヶ月、あと2ヶ月で Wii U の買い物ができなくなるんで。とても疲れた50感じ、そう。疲れてるな、コウノトリさん。今日は、頑張れ声も、さらわれたエビスマル。そうそう、3月までに。私もね、そろそろ、ペイパルもまた使えるようになったし、買わなきゃいけない。CPU の資金も集めないと。ペソカードだ。結構ね、あれ全部買ったらやばい金額になるからな。まだだった。ワンチャン街に戻ってきたかなと思ったけど全然。今 CPU の言葉なんだろう。私さ、このみんなに自分のさ教え方分かってないよな。このインフォメーションサイトに書いてあるんだけど、 CPU AMD Ryzen Zen 2の何かこれの、ちょっと待ってよ。リンク。そこまでは見た。この後が知りたいね。CPU。これかな。ここにパソコンのいろいろ書いてんだけど、これかな。あれ、ロックマンさん。こ
言葉が出てこなかった。ロックマンさん、ヘロー Thank you for coming. イラスさん、来てくれてありがとう。ね、いい調子。グッチ。ゲーム。いい調子だと思う。もうちょっとで進める。CPU はそれだと思います。あ、これ半ずらし。ライツさん、こんばんは。いらっしゃいませ。来てくださってありがとうございます。ゲームボーイのなんかこの色合いいいですよね。私も初めてこのモードで遊んでるんですけど。かわいい。単色は単色の良さがありますね。これ登っていいのか？あ、登っていいんだ。魚の息が良すぎる。あ、これゲームボーイカラーのデフォルト。このそうなんだ。ゲームボーイカラーでやるとこうなるんだ。ゲームボーイカラーもやったことがさ、あれだよね。スーパーゲームボーイのやつってことだよね、きっと。これゲームボーイカラー対応してないから。スーパーゲームボーイをね、使ったことないよな。緑ピンクはカラーデフォ。あ、そうなんだ。全然何も知らんくて。ゲームボーイカラー実験のデフォ。あ、そうなんだ。ゲームボーイカラーでゲームボーイのソフトをやるとこうなるってことか。ゲームボーイカラーもゲームボーイカラーさ、私触ったことないんだよな。家になかったもんで。痛い。やめて、カニちゃん。怒るよ。怒ったわ。怒ってんだよな。みこちゃんです。五右衛門の体調が悪くなって。あー、来たぞ。みこちゃんが代わりに薬を。帰ってきた。でもこれ死んだら終わり。死にたくない。ジャンプはしない。あ、でもここでする。痛い。盗まないで、お金。そうだから、なんかレートとかいただいたり、初めての方とかに説明するのがちょっとさ、めんどくさいというか、長くなっちゃうっていう。あれ、この辺だっけ？ダークブラウンかグレースケール。それに確かね、ダークブラウングレースケールか。なんかゲームボーイで緑の背景のやつを前設定してやってたんだけど、ゲームボーイの色っぽくって。あれ？あ、おにぎり持ってた。あ、初見さんこんばんは。いらっしゃいませ。来てくださって。あれ違う。最初に、あれだわ。ファーストチャット交換してもらってたわ。普通のチャットが今ニューなだけだ。乱れないキャラなんですよ。誰？私もわからんみたいな。
あれは緑が強い。一番ダメだったか。だからうまく進めなかったんかな。来た。あー、はーい。この鳥さんありがとう。この鳥さんグッドラック。何買ったか、後で聞かせてください。またです。この鳥さんもグッドラックいってらっしゃい。その、私が聞きたい。薬草もらってきたわ、そう、薬草を取りに、すごい。いや、でも感慨深いな。めちゃめちゃ進めなかったもんな。あ、ロピョンもありがとう。おやすみなさい。また。ゆっくり休んでね、リラックスして。スニッカーズたまに食べて。おやすみ。またねー。お、体のしびれがすっかりなくなったぜ。そう、苦しかった。顔色も良くなったね。お、五右衛門になったわ。この恩は一生忘れねえぜ。ほんと治ってよかったね。死ねないからね、みんな。これみんな気をつけて。やっとできたけど、ジャンプのところで死んだらもう終わりだから、またやり直しになるから。みんな。これフラグじゃないか。フラグしたじゃないよ。これ多分次のステージでゲームオーバーになる必要があるのでは。慎重に。リアル声も上に出てきたやつかな。この後の五右衛門2作。この後の五右衛門2作っていうのはゲームボーイのってことです。それともこの後頑張れ五右衛門外伝2の方をやることになってる。ゲームボーイのか。なんだっけ、天狗のやつ。なんか RPG みたいなやつ。2作は、この間買ったけど。五右衛門シリーズも大変なんやな。この間、ニコタカちゃんも64のやつ、一旦投げたって言ってたもんな。いかん。あんまり不用意にストリーマーさんの名前出すのやめようと思ったんだけど出してしまった。ほうきさんありがとう、こんばんは。来てくれてありがとう。マヌスケットのおかげで良い気を免れたし、今度こそお江戸の敵と最後の決戦で今日クリアできるかな。待ってろよ恵比寿丸。合言葉たこ焼き、寿司、たけのこ、ちくわ。黒船島の謎だけから超ひどいんだ。あの領域か。なるほど。領域、なるほど、わかった。ありがとうニクちゃん。パチパチもありがとう。手が見えてくんない。こうか。黒船とはシリーズ1うんち今日さ、そのうんちがさ、よく見たらそれ、なんか、ソフトクリームじゃないんだけど、みたいな。ID が、しになってるんだけど、みたいなことを言われて、さあ、それ最初から最後まで書いた時はうんちだと思って書きましたって。そっか、ソフトクリームだと思ってくれてた人がいたんだと思って、ごめんなさいって謝った。ここ、魔女か。何すんだろう。ここに恵比寿丸が何？超反爆地もういいよ。やるってしちゃった。
奥へどうぞ。やだ。それを聞いてうんちの逃げ出す。何何何。妹の話かなそれ。なんかいっぱいあるな。株やら。次はやってね。やだよ。あわわわ。行き止まりなんだ。マップが狭い。江戸だから民家がいっぱいあるのかな。あ、ゴエモンさん、旅から帰ってきたの？帰ってたの？あ、そうだ、この前、恵比寿丸さんを街で見かけたわ。本当だってば。見かけちゃった。恵比寿丸さん。入れない。親父日課だった。殿様の散歩を見なくなったよ。それは殿様になんかあったっていう単純明快な。この人よくいつもいるよね。すごい見たことあるんだけどこの人。あさん、お社にお参りしないよ。じゃあするか。これか。おなじみの。なんか狐目の人よく私が見たことある。ゲームなんかもうやんないよ。天下の大江戸城行くか。やめて、座れる。江戸城に変なやつらが出入りしだしたよ。もう恵比寿丸どこにいんだろうね。音楽。この人もね、よく見る人だね。いや、かっこいいな、音楽。はいはいはい。女の人じゃなくて親父か。ダメだダメだ。帰ったゴエモンはん、こっちこっち。ここから入れますせ。本物か？こっち？ねえ、どこだここは。これ。わっ。ほら、なにこの。どういう。上に乗れるわけではない。どういう仕掛けなんだこれ。さっきのやつを何か誘導する？見てみるか。なんかどういうあれで動いてんだろう。
滑ってるだけで取れる？お、こうか。下からのしか登れなかったかもしれない。これで、いて、当たっちゃった。こっちが歩ける。あれ思い出すわね。雪姫のステージ5。洞窟の穴から、あれが、これが、イノシシがあれが、イノシシが、それが、ちょっとなんか、出ちゃうこれ、なるほど。なんかさっきやってたのとちょっと似てるようなことをやらせられてる。あ、しなさん、そうです。五右衛門元気になりました。なんか、薬草っていうものを手に入れて元気になって、五右衛門帰ってきました。お帰りなさーい。何？私の、あれが隣？なんか、よし。私の、姫かな？あ、こっち来たんだっけ？そうなんだ。さっきと違う。わかんない。多分ね、結構ラストステージだった気がするんだけど、わかんないなぁ。どうやって、江戸城は迷路なんだよね、いつも。いや、ここじゃない。誰？殿様じゃねえかなぜこんなところにいるんで。殿様割と顔普通だな。ような3人組に突然襲われたのじゃ。お主、噂の五右衛門じゃな。頼む、奴らをやっつけてくれ。まったく、次から次へと、しょうがねえな。全然道はわかんないけど、殿様に会えたから。いいか。あ、ここは、みんな一方通行になってたん？レスマルどうなってんで？へへ、来たか、五右衛門。偽物？お前は誰だ？偽ビスマル。俺の名は影丸。なんか相撲取りみたいな格好してない？お前を肥前の国で倒すため雇われたのだ。あの世への道案内さ。中兵衛のやつに捕まったのは誤算だったがな。しかしこれで最後だ、五右衛門。お、この状態じゃないと当たんないのか。すごい横走りしてくるのやめてほしいな。怖い怖い。全然当たんなかった。痛い早いよ。舐められてるわ完全に。
軸が難しい。奥行きがね。怖い怖い、いろんな意味で怖い。結構体力、あ、痛い、やばい。あ、今のは傘なんだ。あと2回ぐらい。そんなになんか大変な相手じゃなかったのに結構被弾してしまった感じで悔しい。こいつらの黒幕は一体誰なんだ？えやっちゃー、パチパチありがとう。パチパチありがとう。やっちゃー、パチパチ。そっか、画面外にやればまたおたふくも取れるけど、おたふく取ったところでな、残機がないんよな。そういえば忘れてたわ。それで怖いんよな。ジャンプがあんまりできない。残機があってもジャンプは不用意にしない方がいいんだけど、隠し通路とかどうでもいいマンになっちゃった。パチパチありがとう。ほっ、やったー、ありがとう。ここもなんか迷路みたいになってんね。もうたくさんなんかオカメとかさ、招き猫とかを置いて、オカメ、おたふくおたふく、オカメとか招き猫とか置いてくれてるところは優しいよね。これやっぱじゃん、なになになに何ですかこれ？いいんですか？入っていいです？偶然の打開、偶然約束された未来の可能性も運命に導かれて的な、ないか。よろずや？またしてもしぶといやつ。あ、よろずやで出てきたやつ。よもやここまで来るとはな。今こそ積年の恨み晴らしてやるぞゴエモン。なんかハム太郎に出てきそうな顔してる。よろずや、お前が黒幕だったのか。エビス丸はどこだ？牢屋に閉じ込めてあるわ。やってしまえ三人衆。よろずや軍団筆頭三人衆だ。久々よ。もう私覚えてないけど。貴様に恨みはないが、我らの前に立つ者は消えてくのだ、ゴエモン。ハム太郎聞いた。なにこの人たち。怖い。ちょっと、いた。下に立ったら終わりってことか。3人でここ。気づいちゃったか。痛い。何その弾どの弾を
蓬莱の玉と烈風の玉が光り出した。急になんて威力なんで人消えちゃったけど、それだけ？このさ世界って命の重さ的なものはどうなってんだろうね。今まで気にしたことなかったけど、あんまりなんか消え飛ぶのはなかったよな。ねえ、もうほんと消されたよね、文字通り。いや怖い。この世界結構ひどいかもしんない。記憶以上にさお弁当屋さんの記憶がねしっかりとね更新されましたね。己三人衆までもやられるとは殺してやる。豆太郎に出てきそう。うわ、痛い本当に。あ、ちょっとこれ出たいよ。これもん得意のこの音楽ちょっと痛いんだけど、これ反射して痛い。反射しづらい。雪姫で鍛えた皿を跳ね返すテク全然鍛えてないから。おにぎり食べなきゃ。これ当たんないよな。当たんないんだけど、当たるのこれ。いや当たんないよな。近づきすぎるとダメだし、何なんだこれ。どこの軸で攻撃すれば叩けるんだ。いやーダメだ。どの距離感が難しい。またお金貯めるか。残機が。お金貯めて鎧とか買ってまた最強データ作るところから。I don't understand either. あれ、そっか、倒すやつがね、理解してないってことか。わかんないよね。多分、理解できた人いないと思う。難しかったわ。距離感が。人とのね、距離感って難しいよねって。お金増やすためにもしかしてさ、いっぱいなんかゲーム屋があるのかな。堅実に増やす。あんまりなんかお金儲けにさ向いてるあれがなかった気がするんだけど。足りない。おにぎりチャンス。このゲーム小判使ってもお金が減らないのがすごい優しいですね。不謹慎ギャンブル絶対ダメ。ミックちゃんはアンチギャンブル。雪姫の時はさ、宝くじで通常攻撃確かに切り替えできないもんね。そうね、そう言われたらそうやね。辛いわね。
鼻がかゆい。これなんもか、あれ鼻かゆい。そう。しほぴょんのところね、ゆいちゃんが出てくるんよね。なんかゆいちゃん。新しい花怖い。取り付け式の、なんか花粉の時期になるとみんななんか花取り替えたいとか出てくるじゃん。花がないことを考えると恐ろしくて。現実世界で拾えるお金怖いな。それは偽物のレプリカマニーの可能性がある。シューティングやってると特に鼻かゆい耳かゆいちゃんがゆいちゃんが数々のゆいちゃんがログインするんだ。でも私もほら FPS やってるとよく鼻かゆいちゃん出てくるから何なんだろう。なんかあるのかな。そういうさ集中したりとかさなんかしてる時に鼻がかゆくなりやすいとかさ耳がかゆくなりやすいとか。あーそっか集中してるからなのか。ねずーはーなるほど。じゃあそっかそうなんだなしみじみしょうがないんだな。それは生理現象と同じようなものなんだな。はい。早っめっちゃ早くつけたけど相当迷ってたことになるよね。1回目これはもう戻れないっていう。エビス丸偽エビス丸をさっと倒したいわね。危な。ちょっと軸合わないのやだ。このゲームのいいところは攻撃を跳ね返せるところか。避けるより跳ね返した方がお疲れー天霧ちゃん。毛玉ちゃんのケア疲れ。甘えんぼちゃんねえ見てしまったもんな。今日は新しい鹿丸々の扉開いちゃった。おかえりお疲れおかえり。いつも鹿丸々のね健やかな生活にねご尽力いただきありがとうございます。鹿丸々基金鹿丸々基金がでもさっきよりは全然いいね。よいしょ。
消えるもんな、みんな。なんかそういう成分でできてるそういう成分でできてる人間なんだよね。怖いよな。そう、消える成分でできてるなんか生き物ないでしょ。じゃあなんかある？なんかさっき来たことないやつ。コナミ特有のギリギリまで行かないと上から出てこないっていう。エビスマル。エビスマルを探してんのか。なんもないじゃん。そんな？本当に？イエス、マニー。レトロマニー。小判。ゴールド。小判イズゴールド。小判ってそうだよね。金で作られてて、痛い！やだあと1回当たったら終わりだ。さっきなんかここ行けてたよな。これは何？お金で黙らせ、うわー当たっちゃった。お金で黙らせてるってことなのか？タッタッタッタン。来た！ハム太郎に出てきそうな顔の人。これさ、でも全然効かないよな。これ何がきっかけであれが起こるんだろう。玉のイベント。いて！あ、来た！よしよし。ライフがあるし。ある程度やっぱり、ライフを減らしてから敵のことなんかな？はあ、消えた。来た。いて！やだー！これきついけど、どうすれば。いた。これ当てるんだよな、きっと。多分これ当てたんだ。多分いい感じに。こうでしょう。ちょっと距離感。あ、勝手に当たってくれた。痛い。難しい。ダメか。いや、ど
どうやって方向を決めろというの？いやー、難しいよー。この音楽と裏腹にめちゃめちゃ楽しそうな音楽流さないで。わあ、おにぎりが。あと1回ぐらいで頼む。1回ぐらいでお願いします。当たってよー。痛い。あと1回じゃダメだったか。来た？第2形態？そろそろこの城にもうんざりしていたとこだ。鍵はくれてやる。だが負けたわけではないぞ。覚えていろ。これもみんな消えてったのに君は消えないんだね。鍵を手に入れた。さっきのとこ戻るの？頑張って。だね。やっちゃー。GG かな。やんちゃー。敵はまだ出てくるのかな。でもあそこにまだいるのか。遅いんだよな。パチャパチャありがとう。恵比寿丸をとりあえず助けなきゃ。いけるかな。まだ残機があるからいけるか。いて。結構戻んなきゃね。お。招き猫が出てこない。ここじゃなかった。さっきこのさ、なんか撃ってくるバズーカ撃ってくるやつのさ、弾が出た時の音がさ、ワイワイワールドの2のさあれなんだっけ。なんかその音出すやついたと思うんだけど説明ができない。どういうキャラだったかも覚えてないわ。敵キャラ。うわー、なんかあれ欲しいんだけど。うわ、なんかあれ欲しい。あれ欲しいけどどうやって取ればいいんだ。取れんよ。なんか一番最初のステージにいましたよね。ドゥンって音をする。こっちで合ってるの？違う。こっちで。あれ？反対側か？痛いー。なんか通じたのがちょっとびっくりしていましたよね。通
すごいマニアックな話を。横スクロール、強制スクロールステージですよね、最初のステージ。私もワイワイワールド2はそんなにワンほどやってないから、あんまり詳しくはないはず。あ、そうなんですね。わお。ね、この音一緒だなだからなんだと言われたら、あ、こっちに来た。でもこっちに来た方がいけるよね、確かあそこ。あ、急に切れないで。すごいマニアッククイズしちゃった。招き猫ちゃんもぴょんぴょんしてるエビスマルか。なんでその情けねえ格好は。これモンハン助けに来てくれたんかいな。ぴょんぴょん。おおきに腹は減るし、ほんまに助かったわ。相変わらずなんてのんきなんで、ここまでどんな苦労してきたと思ってるんで。樽に入ってる。わかんなかったよね。私なんだっけ、蜂蜜 みたいだなと思ってた。それより割って腹減った。たく付き合いきれねえ。これではいよ、帰ってご飯食べましょう。ご飯はあはあ。レモンさんってのはあんたかい。あんた宛てのブツからの手紙を持ってきたんだよ。そうそうそう、蜂蜜すくうやつ、あれ。なんでまたかい。なんちゃってこれもはんわてでんがな。指そあるてめえ、悪ふざけも程がある。お、捨てた。エビスマルの方があんまり走ってないんだよな。待って、エビスマル。わー。エンディングですわ、皆さん。パチパチありがとう。パチパチありがとう。にゃっちゃー。わあ、チョコラタタタタ。スイートなマサを君だけに。ドリーミンチュチュ。チョコラタタタタ。そのハートに届けたいな。Thank you 300チア。300チアありがとう。ニクちゃんありがとう。ジュジュチアありがとうございます。みんな JG もね、パチパチもパンツもありがとうございます。この曲好き。シェナシュー。五右衛門のなんかこの
五右衛門の曲いい曲多いよな。耳当たりのいいというか。で、もうやりたくない。終わってよかった。もうやりたくないです、このゲーム。しおぴょんありがとう。なんか、搾取されてないね、タイプの猫ちゃん。おつまいありがとう。よかった。これで次に行ける。そう、もうやりたくない。クリアできてよかった。そう、搾取された。やったー。ありがとう。おつまいもありがとう。さて、さ、なんだっけ。ちょっと待ってね。これ合言葉にしたらどういう画面表示されるの？あ、この音楽になるんだ。餅。間違った。リセットして、あ、いいのか、リセットしちゃって。クリアしたのに。この画面でうん。鼻と口のところを、手で握る、わかる。マジルのとこにね。これのさ、シリーズ、頑張れ五右衛門シリーズよ。好きな子に意地悪しちゃう感じだー。かわいい。でもわかるよ。気持ちはすごいわかる。ね、ストレス溜まっちゃうからあんまりね、やっちゃいけないのはわかるんだけど、どうしても可愛いとね、やっちゃんよなー。人間って勝手だなーと思いながらも、ごめん。次やるのこれかな。頑張れ五右衛門外伝。今、さらわれた ABS まで終わったから、次は頑張れ五右衛門外伝2なんだけど、これ RPG なんだよな。どのタイミングでやるかちょっと、まだ悩みます。今 RPG ペルソナやってるんでね。まやしちゃんと、こう、あれでしょ、両手でなのか。あ、でも、そっか、立ってる状態だったら片手でやるんかな。立ってない状態だったら両手で、立ってない状態でも両手きついか、ワンちゃん。両手でやるタイミングはどういうタイミングだ？しばらくなんか小さな動物見てないからワンちゃんのバランスわかんなくなってるかも。次やるレトロゲームとかもちょっと考えるか。まだ今日時間早いからそういう感じにしましょうかね。ちなみに、リトルフリークにあるゲーム、ファミコンのゲームな。なんか、カービィの音楽かけるか。カービィのオンライン BGM。まだ続くの。なんか、さ、もうこの、ちょっとみんなに見えないんで、この状態。なんか、2時ぐらいまでレトロゲーム物色会終わってからさ、あれはなんかね、眠くなっちゃったりして、なん
か長い時間できなかったんだよな。はい。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。Thank you, lady! レイドありがとうございます。さやがさクレハさん。さやがクレハさんとさやがクレハさんのところから来てくださった、レイダーズの皆様、はじめまして、まゆこと申します。日本人の V ストリーマーでドット絵のレトロゲームが好きです。今日は、ゲームボーイの頑張れゴエモンシリーズ1作目、頑張れゴエモンさらばれたイビス丸っていうゲームをやってたんですけど、さっきクリアしてしまいまして、今はなんか次のこの時間に何のゲームをやるかっていうのをちょっとみんなで、会議しようかなみたいな、そんな時間になったところでした。なんだっけ、よかったらまゆこさんじゃなくてまゆちゃんとかまゆことかまゆたんとか親しみを込めて読んでいただけると嬉しいです。たまにね、濁った悲鳴をあげるんですけれどもびっくりしないでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ちょっと最後さクレハさんのご紹介を、そう、この間ねフォローしていただいた時に私お礼抜けしちゃってて、うわーって後で気づいた時になってたんですけれども、レイドしてくださってありがとうございます。なんか結構レトロゲーマーさん、レトロゲームストリーマーさんのところに遊びに行くとね、お名前はねお見かけしてた気がするんだよな。からねちょっと気になってたんですけれど、ありがとうございます。改めてフォローとレイドとありがとうございます。クレハさんお疲れ様です。こんばんは。ありがとうございます。チャットまでしていただいて。クレハさんのチャンネルはこちらになります。皆さんフォローチェック。まず見ようか。クレハさんはどんな人か。今日はちなみにKOF 週1対戦会、週に1回やっているキングオブファイターズ、格ゲーですよねをやられてたということで、クレハさんは元くのいちのみそじおばさん、クレハによるゲーム配信です。下手っぴで失敗ばかりですが頑張ってプレイしていきます。よろしくお願いします。書いてメタサープ1パートナーと課長みたいなレトロゲームストリーマー。なるほどなるほど。最近やっていらっしゃったゲーム、そうなんですね。私格闘ゲームは全然できないので、すごい KOF っていおりなんか深く名前知らないんですけど、いおりが出てくるのキングオブファイターズでしたっけ合ってるかな。フォールガイズとかもやって、やっぱりレトロがおすすめ。マザー2もやられてたんかな。最近なんかマザー2やられてる方多かったの。スーパーマリオ3合ってます。よかったよかった。ありがとうございます。教えてくださって。マザーもやられてたんだ。私マザーを過去に2回チャレンジしたことがあるんですけど、まだ一般人のストリーマーじゃなくて一般人の頃にね。でもね、2回ともなんかどっちに行ったらいいのかわからなくなってね、やめてしまった過去があります。初めての方なのでちょっとたくさん見させていただいてすいません。結構たくさんクリアしたゲームとかをまとめてらっしゃるスーパーマリオ RPG いいですね。マーベラスもう一つの宝島、これ私気になってあとなんだっけ、カセットが
なんか高いとかで、高かったっけ、どうだったっけ、高くなかったっけ。バーチャルコンソール買った記憶がある。マジックナイトレイアースとか、レアなレイアース。そう難しくて、なんかどこに行ったらいいのかすぐ分かんなくなっちゃって、その1回目やった時はなんか半分ぐらい進んだとしましょう。2回目やった時ね、全然そこまで進まないところでどこ行ったらいいのかが分かんなくなっちゃってね、ちょっとチャレンジする気を失せてしまいましたね。なんかシーズンが分かれて、そっか、ね、某課長みたいなってなってるから、シーズンが分かれてる感じでやってるんだな、きっと。ロックマンとかね、カービィとか、パネルレポン、ドンキーコング、スーパードンキーコングとかも、ビッグタイトル、みんな知ってるタイトルもたくさんやられてるようなので、ぜひ見て。攻略サイトか。攻略サイト、その時見たのかな。そんな感じなんです。次、まさに挑戦しようと思ったら、そっか。出演刻みで。なるほど。今度、いつか私の人生でね、マザーにまた再々チャレンジすることがあったら、すぐ攻略見るようにしたいと思います。ありがとうございます。私もまた、お時間あった時にご挨拶に行かせていただきますね。ありがとうございます、レイド。ストリームお疲れ様でした。ゆっくり休んでいただければ。私はちょっとさっきも、お話ししたように、これからゲーム、次どのゲームやるかっていうお話をする感じになるので、ゆったりとできるかと思います。どうしようかな。どれにすればいいかな。雑談じゃないな。これか？このオーバーレイかな。これなら見えるね、みんな。で、ちょっと待ってね。お知らせ、そうだ、お知らせ挟ん、自分、今日のね、頭にお知らせさせたやつをまた、挟ませていただきたいんですけど、どこだあれ、お知らせの、あった、これだ。ちょっと待って。はい。はい。シャウトアウトさせてもらう。ちょっと上のスクロールメッセージ消そう。で、これだ。今日私、チェキ販売が、初めてのグッズで、チェキ販売が開始されまして、上に、ピン止めしてあるんですけど、今多分見えないようになってますね。シャウトアウトが消えたら、見えると思うんですけど、チェキ販売開始させていただいたんで、よければ、チェックしてほしいっていう、そういうお知らせでございます。また、終わりの時にはまた、がっつりちゃんとご案内させていただきます。で、これを、はい。ここに合うかな。よいしょ。これ言ったっけ？とんでもねえです、応援。こちらこそレーダーありがとうございました。クレハさん。よし。これでみんな見れる。ファミコンのゲームは私あんまりやってなくって。ね、RPG なぁ。ポケモンはね、ちゃんとあるんだけど、ガイデン2ね。コナミワイワイワールドもね、しばらくやってないけど。なんかファミコンのアクション、そっか、ロックマンもそういえばやんなきゃいけないよね、2の続き。チャレンジャーもなぁ。
そう、ギガゾンビは RPG だったもんね。ドラゴンボールも全然入れてあるけど、やったことない。ツインビー3、そう、ツインビー3はなんか、お家にあったけど、ほとんど、ツインビー難しくないです。ツインビーは、なんかキャラクターそれこそパイロットのキャラクターが明確になって、可愛いから好きだったんですけど、ゲーム難しくってさ、ポップンツインビーも私クリアできなくて、いや、難しいですよね。なんかうちの母が好きで、ツインビーシリーズ結構家にあったんですけど、全然できなかった。ねえ、そう、ツインビーといえばさ、まあ、ちゃんとやるんだったら、私、今年、クロノトリガーもやるって言ってたんだよな。忘れてた。RPG ばっかやん。RPG やん。ばっかやん。どれだっけこれだ、ツインビーレインボーベルアドベンチャーのが、これ割とさ、サクッとできて好きだったんだけど、何回もなんかデータ消して遊んだ記憶がある。好きなんだよなぁ。あたりとかいいですね。ファミコンに戻ります。ね、ブルートレイン殺人事件も。あ、宇宙まで飛べる。そうそうそう。なんか、無駄に飛んでやってたわ。小鳥くんとかもね、全然ファミコンやってないんだよな。決まったものしかやってなかったから。ね、ハイパースポーツ。で、あれハイパースポーツのやつ、これ、あれか。テレテレ、ダンダンってやつだよね。でで、てーでってやつ。スポーツが。オリンピックの方が普通に走るやつとか、なんだよね。ファイナルファンタジーも RPG だからちょっとやらないけど、ファイナルファンタジーもやったことがなくて。このファミリーマージャン2は、リーチの書き方がわかんなくて大変な目にあったね。確かに、いや、ハイパーショットさ、私も買ったんだけど、なんか、擦るやつ、連打するときに擦るやつが何で擦ったら、痛めなくて済むかっていうので、ちょっと悩んだ記憶やったとき。あとめちゃめちゃうるさかった気がする、みんなに。あ、そうそう、ガチャガチャ配信になってたよね。オホーツクにキーもやったな。あ、そう、ボンバーキングね。ボンバーマン2。ボンバーマン2はね、大人になってから存在を知ったから、ボンバーマン系も、親が好きで、うちにちょいちょいあったんだよ。ボンバーキングも、うちの母親がなんかずっとやってたんだよね。うまかったんだけど。ずっとこれ見て育ちました。だけど、ボンバーマン2はね、なんか、なかった。ピーキッズ。ロックマン3は持ってんのな。あ、これ、そう、これこれさっき言ってたさ、でん、なんだっけ、大砲の音。マニアックすぎて、あれだけど、ワギャンランド2はね、ワギャンランドも結構やってて、私。なんか最初に、自分でクリアできるようになったの、確か、ワギャンランドだったんじゃなかったっけかな。コナミワイワイワールドが一番ファミコンで好きなんだけど、コナミワイワイワールドは難しすぎてちっちゃい時クリアできなくって、でもワギャンランドはね、クリアできるから頑張れば。だからなんかワギャンランドをすごいやってた記憶がある。ワギャンランド2はストリアムで途中までやった。クリアまではやれなかったんだよな。3は全くストリアムではやってない。こんなもんか。いや。結構やってない、知らないゲームがたくさんありますわ。
なんだっけ、個人的に、セイントセイヤ気になるんだけどさ、セイントセイヤ、気になるんだけど、セイントセイヤ私見たことなくて、この、完結編の方がすごい難しい、横スクロールアクションだよね。この上のさ、完結編じゃないやつがさ、でで、でで、でででって言って、なんか、ペガサス流星剣かなんかバーっつってパタって倒れる。そういうやつだったと記憶してるんだけど、これもなんか家族がやってて、見て。あ、そうなんですね。伝わる。よかった。ありがとう。分かってくれる人がいるかちょっと不安だった、今。全然わかんない。家族がやってたっていうことぐらいしかわかんなくってさ。あ、そう、世紀末あるよ。世紀末。こないだ、いつだかなんかやったことあったよね。でも難しかった、すごい。いや。こんなもん。月風魔伝とかも、いつかやりたい。あ、そうよね。天桐ちゃん見てくれてた。ありがとう。あ、スーパーファミコンはそんなに持ってないんだけど。もう F0 のさ、F0 で、いいんだっけ？ F0 でいいんだっけ？なんか RPG とかができるやつ。レースゲームだったはずなのに、RPG とかなんかいろんな、なんかできるやつ。F0 ではないか？あれ04ジャンプか。はい。はい。チェックします。ありがとうございます。いつも。かわいいねー。かわいいねー。かわいいね。おねむちゃんなんだ。かわいいね。みんなにもお裾分けしたいと思います。この、かわいいやつ。今、チャットにいる、天桐ちゃんから、あれ？あれなんだ？間違った。よいしょ。もらいました。赤丸くん、眠そうな。かわいいね。お口かわいいね。ふっくらした感じ。たまらんですね。いいなぁ。なんかこうやって眠そうにしてるだけで、かわいいもんなぁ。いいなぁ。こういう、誰かのうちのワンちゃんに生まれてきたいわ。エステロは続編でなさすぎて、狂った人たちが。ケイトカービィみたいな、ケイトのカービィみたいな話してる。かわいいよね、ロコメさん。かわいい。ありがとう。青桐ちゃん。ツイッターの方でもね、みんなにシェアをね、したいと思いますんで。かわいい。いいなぁ。私も一緒に寝たいわー。ワンタンポ。あ、そう、カービィもでもやりたいなぁ。カービィそういえばやりたいわ。カービィ2。そうだよね。カービィの音楽の話をしてるなら。そう。そのさ、今ピアノの、なんだっけ、グレープなんだったっけこの曲名。グレープガーデン
そうグレープガーデンのこのなんかピアノアレンジがすごい好きで、でなんで私ピアノ昔習ってたんだけど8年ぐらい。もう大人になってから全然ピアノ弾ける環境いなくなったからさ、弾いてなかったんだけど、ピアノが弾きたくてたまらなくなって。で、はって思いついたんだよね。ピアノのあるさ、レンタルスペースっていうかさ、ピアノの、そういうところあるじゃない。そういうところに行けばいいんじゃないかって。なんで今まで思いつかなかったんだと思って調べたら割と近くにあったから、楽譜準備できたら行ってこようかなと思ってるっていう話でした。あ、ルチちゃん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう、おパンツ。おパンツ。I played Kirby Dreamland 3 yesterday. あ、そうなんだ。ドリームランド。カービィのドリームランド3って、カービィのドリームランド3。ゲームボーイのやつ、カービィ。あれ ?3 まで出てんのってなんだ？私あんまりね、カービィね、やったこと実は、ちゃんとしたカービィをやったことがあんまなくって、なんだっけ。今までやったことあるカービィ。夢の泉の物語と、あと、一作目のね、やつと、あと、カービィボールと、カービィのピンボールとかそういうちょっと、アッシュの方はやったことあるんだけど。スイッチオンライン、あ、そうなんだ、スイッチオンラインであるんだ、スーパーファミコンの。ルシちゃん実は知るとおねむまるハボってた。さっきね、ちょっと気づいたんよ、私も。これさ、スクロールすんじゃん。2件って書いてたん ?2 件の表示、2件のいいねって書いてて、あれってちょっと思ったんよ。思ったんよ。ちょっと。ルッチちゃんと思って。やっぱそうだったか。抜かりない。あれ、ルッチちゃんさ、ルッチちゃん、こっちのさ、鹿丸々ご存知かしら？あ、正しいメールアドです。バレてしまった私のメールアドです。このちょっと限りなくグレーに近い、黒に近い、まるまる写真。これちょっと私の方で切れちゃってんねんな。こんなってん。かわいいでしょ。これも差し上げましょう。差し上げましょうはちょっと違うんだけど、URL 置いときますね。かわいいまるまる。こうやってね、鹿まるまるのファンをね、少しずつ増やしていきたいね。あ、キュートありがとう、ロクマさん。かわいいでしょ。あ、むなかちゃんだ。こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。で、グラフィックがとても可愛かったが、ゲームプレイは慣れるまで少し大変だと。あ、そうなんだ。癖があるんかな。ああいうね、古いゲームってさ、新しいのに慣れてしまうと、ちょっとやりづらくなることとかあるから、確かにお久しぶりな感じ。あれ、新年迎えた時にちょっと来てくださったような気がするけど、音切りそうは、今ね、ゲームクリアして、早くクリアしたから、ちょっと次何のゲームやるかって話しながら雑談みたいな感じにしてました。そうだね。雑談おかしいんよな。あとあれだ、Wii U もさ、ゲーム、そうよな。Wii U。こないだ見せたよな。こないだってだいぶ前だね、でも。
パロデュース買ったけど全然できないんだよな。あ、いってらっしゃい、クレハさん。気をつけて。まあ気をつけて。で麻雀がちょいちょいあるのはね、家族のあれ。もうおしゃべりパロデュースも。ね、メガテン2もなぜか家にあって。これはちょっとよくわかんないんだけど、光栄だよな。そう、謎ぷよ2もさ、やってないからやりたいな。スーパー謎ぷよも、アルルのルーやってないんだよな。ジャンキーこれしょうがないでしょ。麻雀の方に PC エンジンをもらってくる家族なんだから。しょうがないでしょ。スーパーボンバーマンもさ、1もあるよね、スーパーボンバーマン。私1と2しかやったことないかな。その後も気になるんだけど。桃鉄もね、3、私、3ぐらいしかちゃんとやってないかも、桃鉄。ね、ワギャンランドあって。スペースインベーダーあって。あ、これか、04ジャンプか。04ジャンプがなんか RPG とかできるんだよな。すごいなんか時間が取られた気がする。でも、これ家族のゲームだったから、だからなんかセーブデータ作れなくってさ、毎回ゼロからやっててっていう記憶がある。04ジャンプ。レースゲームなのに。ダービースタリオン。終えてからは、なんだっけ、レアソフトだけちょっと買ったかもしんない。3DS の、終える前に買ったのは、多分みんなに見せたかな。パイロットウィングス、バトルサカイロ。ファイナルファンタジー5とかもな。もう放課後院別品女学院はもうやらないと思う。難しすぎた。ポップルメールは一回やったもんね。花丸もいつかやりたい。マリオペイントはね、マウスがないからできんわな。ワンダープロジェクト J もやってないから、そのうちやりたいなと思ってる。ちょっと待ってね。Wii U 今つなげるかな。ちょっと待ってください。私をちょっと非表示にさせていただきますわね。最近 Wii U パッドをさ、の予備が欲しくて、いつ買おうかなって。なんか、結構新品で買ってる人がいるらしいじゃない別に新品じゃなくてもいいんだけど。よいしょ。そう、いるじゃない。いるじゃない。いるらしいわよ。よいしょ。なんか、みんな、ゲーム機どうやって管理してんやろ。私、置き場がないからさ、いつも使うやつをさ、その都度出してる、引っ張り出しとるんやけど。やばいな、これ。やばいな、これ。どうやってどうしよう。HDMI ケーブルが。まあ、いいか。これで、
みんなそんなゲーム機持ってないよ。そんなことないよ。おぽんちゃんはデトバーばっかりだから、持ってないだけだよ。おぽんちゃんはデトバーばっかりだから。スチームでできちゃうけど。アダプターだけ見つからなかったり、確かに。ちょっと私表示させる代わりに、こちら一旦終了するか。ケーブル引っこ抜く。管理がね、そう、セガサターンもさ、私去年さ、やるって言ってやりたかったからさ、でもセガサターンのなんかテストプレイにちょうどいいゲームを持ってなくて、あれよ、あれするしかない。娘を育てるぐらいしかできないんだけど。よいしょ。でさ、映ったらまずいもの映らないといいな。そう、プリンセスメーカー。出た。いろんなの、だいたいまとめるようにしてるけど、そのケーブル類とか。これで、画面変えると、どうなんだっけ？どう使うんだったっけ？忘れちゃった。ホーム、Wii U メニュー。これでよかったんだっけ？画面懐かしい。Wii U やっちゃう。これさ、あ、こうか。ごめんね。多分みんなにね、これ、同じ画面見せたいんだけど、私さ、この Wii U の、なんだ、パッドに、あれがついてるんだけど、ニセトロがついてるんだけど、使ったことなくて、使い方わかんないんよな。どうやって、この画面で、この映してる画面を動かす方法ってないのかな？後で調べとくね。なんかいつか使おうってなった時に使えるように。ゲームね。ゲームはね、もともと、時岡と、マチャ2と、頑張れゴエモン2持ってて、買ったのが、メタルスレイダーグローリー、ディレクターズカットと、クロックタワーと、始まりの森と、ファミコン、探偵、あ、ウィーリモコン？そっか、ウィーリモコンでできんだ。ウィーリモコン、あれ、ちょっと待って。あったと思う。ちょっと、私、ウィーリモコン、私非表示にして、ウィーリモコン、ケーブルが、
ああ、どうなってんの？どこに行った？下か？ちょっとさ、誰か膝貸してくんないかな。私の膝の上にさ、Wii U ちゃん置いてたんだけど、私動きたくてさ、誰か Wii U ちゃんを膝の上に乗せてくれる人、お願いします。あれ？なんか、あれしか見つかんないな。あれしか。あれ？あれ？なんか、カゴから溢れて、奥が落ちちゃったんかな。すぐに。プロコンなのか、これ。Wii のさ、コントローラー見つかるんだけど、リモコンが。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。Thank you, Lady! レイドありがとうございます。あ、ラフィンちゃん先生だ！ラフィンちゃん先生と、ラチンちゃん先生のところから来てくださったレイダーズの皆様、はじめまして、まゆこと申します。日本人の V ストリーマーでドット絵のレトロゲームが好きです。今日は、ゲームボーイの頑張れゴエモンシリーズ1作目、頑張れゴエモン消えたじゃないや、さらわれた、黄金じゃない、さらわれた恵比寿までをやってまして、で、それがクリアしてきたので、次のこの時間、来週のこの時間何やるかって、レトロゲームをね、みんなでちょっと相談しようみたいな、そんなストリアムをやってる途中でございました。よかったら、まゆこさんじゃなくて、まゆことかまゆちゃんとか、まゆことかまゆちゃんとかまゆたんとか親しみを込めて呼んでいただけるととっても嬉しいです。たまに濁った悲鳴はあげますけど、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってね。もういっぱいチャットありがとうございます。まだやってそう、やってる、ラピンちゃん。お疲れ様、ストリアム。何やってたんだろう、今日。ちょっと待ってよ。見させてもらおう。シャウトアウト。フォローもありがとうございます。ちょっと待ってね。ラーピンちゃんは今日、最近ラピンちゃんやってたの見たかな。ごとく前になんかレイドしてもらった時もごとくだった気がする。やっぱ龍が如くセブン RPG のやつだよね。春日一番の私が唯一まともに最初から最後まで見たことがある龍が如くセブンをラピンちゃん先生をやってました。ラピンちゃん先生は私と同じ V ストリーマ
さんで、3D 系のアバターを使っていらっしゃるんです。アバターを使っていらっしゃる、3D 系のお姿をしていらっしゃるんですけれど、なんか、結構いろんなゲームやっていて、パソコンとか、あとはなんかスイッチあたりのゲームが多いのかな。で、V ストリーマーさんなんですけど、クリエイターさんでもあって、絵を描いたりとか、ムービー作ったりとか、デザインしたりとか、そういう、クリエイティブなこともいらっしゃって、ご依頼も受け付けていたはず。なので、ぜひ、ラピンちゃん先生のね、今お話ししたいろいろで気になることがある方は、チェックしてみてください。私もね、なんだっけ、絵をね、描いてもらったことがあって、全然あれがどういたしまして、どこにあったかな。あとね、猫ちゃんをね、飼ってなして、で、ストリアム中にね、よく猫ちゃんの鳴き声が入ることで有名なんですよ。かわいい。そう、試作のね、私一昨年誕生日の時にね、絵を描いてもらったんだよな。めっちゃでかっ。これすごい私がなんかピンク色とか水色とかを使ってるのを多分気づいてくれて、そんな感じにしてそんな感じに仕上げていただいたんですけど、可愛いでしょ。可愛いやろ。気になる方はぜひ遊びに行ってみてください。じゃあ着物&リボン、特にリボンすごい似合うね。ありがとうリボン。いつもね、なんか自分でそういうアクセサリーとかを作りたいと思いつつ全然作れていないんだけど、後ろはこんな感じになってます。うさ耳っぽいリボン。今年日本はうさぎ年なので、うさぎっぽい感じにしてみました。ちょっと待ってよ。どこだっけ私。どこ見てたんださっきまで。どこ見てたんだあれ、これか、ラピーちゃんの。じゃあ最近は龍が如くて、あとそうだ、たまになんか作業とかでお絵描きしてたり、スチームゲームをしてたりする。そう、一緒のアクセサリーなのもうついてるんだよ。ブースでお買い求めいただけますんで。結構ね、ゆるい感じのが居心地の良さをなんて言うんだろう、作っている、そんなストリームなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。ラピンちゃん先生。よいしょ。あと、ちょっと待ってよ。いらっしゃいませと。ダボアさんいらっしゃいませ。そしてウニコンちゃんもいらっしゃいませ。レイドから落とされたの単独できました。ゴーストさんいらっしゃいませ。あとホワイトさんもいらっしゃいませ。
皆さん来てくださってありがとうございます。おパンツ、最近なんかおパンツ、ラピンちゃんとコラボしてない間に私はおパンツ、なんかチャンネルでおパンツが流行っていて、ね、おパンツおパンツたくさん貼られるようになりました。今Wii U のゲームを見てまして。前はそれで、ボイス、チャンネルポイントのボイスで、トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。Thank you, lady! レイドありがとうございます。コウノトリさん。コウノトリさんとコウノトリさんのところから来てくださったレイダーズの皆様、はじめまして、まゆこと申します。日本人の V ストリーマーでドット絵のレトロゲームが好きです。今日は、ゲームボーイの頑張れ声も、さらわれたエビス丸をやってまして、それをクリアしたので、今、来週どんなゲームやるかっていうのをみんなでお話ししつつ見ていました。よかったら、まゆこさんじゃなくて、まゆことかまゆちゃんとかまゆたんとか、親しみを込めて読んでいただけるととっても喜びます。たまに濁った悲鳴をあげますが、よろしくお願いいたします。このとりさんお疲れ様です。何されてたんだ、このとりさん。さっきね、このとりさんいらした時、Wii U 買ったってちょうど今私も Wii U 引っ張り出してきてたんですけど、おっしゃってましたけど、このとりさんはすごい長いことツイッチにいらっしゃるストリーマーさんで、私がツイッチに来た翌日からの付き合いなんで、だいぶ長いね付き合いでよくさせてもらってるストリーマーさんです。わー、ちょっと倒れるのがトゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。Thank you, lady! レイドありがとうございます。メガヨシさん、メガさんとメガさんのところから来てくださったリーダーズの皆様、はじめまして、まよこと申します。日本人の V ストリーマーでドット絵のレトロゲームが好きです。今日は、頑張れゴエム、さらわれたエビス丸というゲームボーイの頑張れゴエモンシリーズ1作目のをやってたんですけど、無事クリアできたので、来週からこの時間何をするかっていう、そんな、お話をしているところでございました。よかったら、なんだっけまゆこさんじゃなくて、まゆことかまゆちゃんとか、まゆたんとか、親しみを込めて呼んでいただけるととっても喜びます。たまに濁った悲鳴をあげますが、どうぞよろしくお願いします。メガさん、レイドありがとうございます。ペロ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 。ニコタカちゃん。こんな鳥さん、ありがとうございます。おやすみなさい。レイドありがとうございました。またです。ちょっと待ってくださいね。在後ムンさん、メガレードメガさんのところからありがとうございます。いらっしゃいませ。そんな、チャット大丈夫かな？今ちょっと。ロックマンさん、いってらっしゃい。気をつけて、take care。オッケーオッケー。で、今、メガさんは今日何やってらっしゃったんだっけ？
今ね、ちょっとダブルレイドの流れになってしまい、こうぬとりさんの話、ここでメガさんの流れに沿って先にメガさんの、話しましょうかね。メガヨッシーさんは私と同じレトロゲーム系のストリーマーさんでね、なんか本当にいろんなゲームを知ってらっしゃったり、最近の記憶で強いのは私の中で最近の記憶で強いのはファミコンの鉄腕アトムをやっていらっしゃったことですかね。なんか結構大変なゲームなんですけど、知識も多いし、なんかいろんなレトロゲームやってるし、レトロゲームだけじゃないで、格ゲーとかもねやってたり、いろんなゲームやってる、そうそう、ゲームソムリエさんです。あとはね、ロックマンの世界記録、そう RTA もやってる。ちょっと待って、トゥッテルルッテルッテッテル、そこに大体愛があるだけ。トゥッテルルッテルッテッテル、そこに大体愛があるだけ。Thank you, lady! レイドありがとうございます。みなもり龍三さんだ。みなも龍三さん、レーダーありがとうございます。みなも龍三さんと口回んなくてすいません。みなも龍三さんからいらしてくださったレーダーズの皆様、はじめまして、まゆこと申します。日本人の V ストリーマーでドット絵のレトロゲームが好きです。今日は頑張れゴエモン、さらわれた恵比寿丸というゲームボーイの頑張れゴエモンシリーズ1作目をやっていたんですけど、クリアをしたので、来週何をやるかっていうのをちょっとみんなとお話ししながら選んでました。よかったらまゆこさんじゃなくてまゆことかまゆちゃんとか親しみを込めて呼んでいただけると喜びます。たまに濁った悲鳴あげるんですが怯えないでね、温かく迎え入れてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。だから多分初めまして、みなも龍三さん、レイドありがとうございます。多分そうですね、初めましてだと思います。みなも龍三さん、どんな方なんだ。はじめまして。今、レイドがちょうど、みんなどうして示し合わせたかのように、レイドのタイミングが同じでちょっと渋滞してるんですけれども、みなも龍三さん、さっき私メガさんを応援したっけ。もう何したかを覚えてないんだけど、みなも龍三さん、よいしょ、ちょっと待ってください。しほぴょんからありがとうございます。しほぴょんね、今日もいらっしゃいますよ。いらっしゃいますよ。ありがとうございます。仲良くさせていただいてます。なんで字のごとく、そっか、みんな遅い待ちだったんか。襲撃。メガヨッシーさん、紹介もさせていただいたんですけど、みなも龍三さんは今日あれか、スイッチオンラインでマリオのスーパーピクルスをやっていらっしゃいましたね。あとは何をやっていたんだ。これはあれだ、なんかスイッチオンラインでできるスーパーファミコンのゲームだ。最高と違うっけ、サイコドリームではないっけ。なんかやったことはないけれど、そんなゲームをやられている。みなも龍三さんは、なんか絵を描いたりゲームしたりしてる。中身はただのおっさんというプロフィールになっておりますね。そうなんだ、お絵描きとかもされる。
ほうほうほう。あとはストリームでもなんかあれだよね、きっと絵描いたりゲームしたりして、まったり系の方なんかな。うん、割と最近ストリーム始められた方なのかしら。源平ではなかったかな。ご縁といたしまして、こちらこそレードありがとうございます。ドラクエとかもしてるロト3部作。あ、これ Wii か。Wii だね。Wii U じゃなくて Wii の方のバーチャルコンソールかな。もう、Wii も、Wii U もある。いろんな、そっか、そういったのもやってらっしゃる。レトロ系が、まあ、シホピョンのところからってことは、レトロ系がやっぱりお好きな方とお見受けしました。ありがとうございます。よいしょ。これで、みなもりゅうぞうさんのご紹介はこんな感じで大丈夫だったかな。あったら今のワードで気になるものがありましたらフォローとか見に行ってみたりとかしてみてくださいませ。そして1個戻って、先ほどメガヨッシーさんね、メガヨッシーさんシャウトアウトしてなかった気がするから、メガさんありがとう。メガあ、そうなんだ。みなむさんはもうなんかあれですか、ソムリエ的なぐらいの知識を今メガヨッシーさんがねゲームソムリエっていうお話をしてで、メガさんなんかレトロゲーム以外も詳しいのかな。私ちょっとメガさんとレトロゲーム以外の話をした記憶がないからちょっとわかんないんですけど、なんかあ、そうなのか。そう、メガさんになんかこういうゲームやりたいとか、なんかいいゲームありませんかって相談すると、ソムリエというだけあってね、いろいろアドバイスくれると思います。もう知識が本当に素晴らしくて、でメガヨッシーさんは娘ちゃんのジュラちゃんっていう可愛いメガ噛みまくって何言いたいのか分かんなくなっちゃった。ジュラちゃんとね 3D 系のね押し立てになっているんですけど、一緒にストリームをしていらっしゃるんでね、ぜひ今のワードで気になるものがあったら見てみてください。で、ちなみに今日は何やられてたんだ、メガさん。スーパーヒーロー戦記をやられてたみたいです。これは私は知らないゲームだな。ヒーロー戦記でさらに1個前に戻るんですけど、今もうねさっきね寝ちゃったんですが、コウノトリさんっていう私の古いツイッチの中で一番古いお知り合いお友達ストリーマーさんで、淡々と割とゲームをやられる方なんですけど、かなりね早い段階でパートナーになった方でいろいろとお世話になってます。今日は何やられて、あれか、よくねお弟子さんとラジオ的なストリームもされてて、ファイナルファンタジー14をやりながらラジオをしていたみたいです。ゆるゆると結構いろんなゲームをやられてるんですけど、淡々とやられてて、ホラーゲームも全然驚かないタイプで
で、さっき、遊びに来ていただいた時に、Wii U を買ってきたから、これからバーチャルコンソールを漁るって言ってたので、ちょっとレトロゲームストリーマーとしてはちょっとめちゃめちゃ楽しみですっていう。あと、なんかコウノトリさんがすごい絵がね、独特な絵を描かれる方で、色使いがすごいいいんだよな。気になる方はぜひ見に行ってみてください。スイッチのヘッダバナあれとか自分で描いてらっしゃってっていう感じで大丈夫かな大丈夫かなもう長いレイドのご紹介とかね、申し訳ない。ありがとうございました。レイドしてくださった皆様ね、ラピンちゃん先生から始まりみなもさんね、ありがとうございます。たくさんのレイド。皆さんね、遅い時間に差し掛かってきたので、適度に休んでくださいね。ストリーム皆様お疲れ様でした。お水飲みます。ね。フォローも。お一人一人にフォロー、ご挨拶できなくてすいません。フォローもありがとうございます、皆さん。ハチパチありがとう、ルーツーちゃん。で、さっきね、Wii U 今引っ張り出してきたところで、なんか Wii U のリモコンどこ行ったかなみたいな。探してたところだったんですよ。次回の迷子のゲームはね、カービィか、ツインビーレインボーベルアドベンチャー、あれレインボーベルアドベンチャーだったっけあたりが今有力になってる。カービィのね、2かなゲームボーイ。リモコン、Wii のリモコンがちょっと見当たんなくてね、画面が動かせない。私のポカンとしてて可愛い。そうかな。ちょっと待って。これさ、どうやって出すの？ミーパースじゃない。光学ソフト、そうそう。前この時間レトロゲーム物色会っていうのやってて、そう、リストがさ、まだ最後のストリームやってから完成させてない気がするんですけど、一応バーチャルコンソールをもし探してる人とかがいたら、参考になるかもしれないんで、言っときますけど。これじゃん、あれこれか？ヘベレケはね、結構お高いお値段になってるゲームなので。これでいいのか。こういう、表にしてますって。更新してなかったような気がする。最後の分更新してないのでは。2つで完品はそうよね。大変よね。そこになんか、ソフトを、だいたい、カセット、完品じゃなくて、カセット単体で、だいたいいくらで販売してたかっていうのを、時価なんでね、変動はありますけど、調べた時の価格で書いときました。完品で持ってんのすごー。さすがメガさん。高いやつ、この、始まりの森とかね、ヘベレケとか、高めで気になるやつは、とりあえず早めに買っときました。あとは、そう、この、オーバーレイやりづらいな。表のさ、オーバーレイ、いや、無理だ。ね、いろいろ、あと何？そうだ、さっきマイカさんが、やってたマーベラスとか、もう一つの宝島とかも、あれ買ってなかったっけ？買う予定に入れてたんだよな。
ハミタン2持ってる。お弁当屋さんも結構レアなやつを持っている印象がある。マーベラス。美味しい時に使うやつ。あ、パンダちゃんだ。Hello, thank you for coming. いらっしゃい。聞いてくれてありがとう。あとはなんだろうね。あと、買う。プルプルしてる、めっちゃ。パンダちゃん、プルプル、ありがとう。プルプルありがとう。そうだね。高いめは多分買ってる。634の剣。634の剣ってなんだ？あ、そうなんですね。あ、ゲームロボちゃんが隠れてた。ゲームロボちゃん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。そして、お仕事。羽交い締めのお仕事、お疲れ様です。武蔵の剣。知らない。あんまり、あれだね、あんま買ってなかったわ。火のような街は、好きまじまじ、空が隠れるコンフェッティは、冬のフェスタ、岩天使の羽よ。Thank you, サブスクライブどうもありがとうございます。レード落ち着いたみたいなので、更新日のお知らせ。ルーツちゃんありがとう。Thank you, リンサブスクリプション。トータル10マンス。10ヶ月ありがとうございます。ルーツちゃん、空気読んでくれて。ありがとう。1ヶ月よろしくお願いします。パンツエモートたくさん使ってください。ありがとう、ルーツちゃん。よいしょ。なんで武蔵の剣が出てくるんですかってメガさん。いや、あれ、クソゲーなのかな？クソゲーではないのかな？あ、りっちゃんだ。りっちゃんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。めっちゃパンツ、生きのいいパンツいっぱい取ってきたんだね。パンツの木パンツは木になるのかな？ちょっとわかんないけど。パンツの木かな？と思ってね。ゼルダのです。あと、バブルは趣味だな。あと僕ってウーパーも高いやつよな。個人的にはね、平成新鬼ヶ島とかやりたいけど。対戦は楽しいけど、あ、そうなんだ。対戦一人用が難しいんだ。武蔵。アクションゲームか。あんまり Wii のゲームなかったな。これも忘れないうちに早めに買うやつやんないとな。もうちょっと Wii はあんまりいいもんなかったから終わらせとくわ。私のさ、Wii 可愛くないんだけど、なんか、もっとさ、これ多分リアルの私寄りにしたはずだから、なんか違う私を作りたいです。はい。ここではないですか。よいしょ。またゲームロボちゃんに考え締め。ドリルされてるん。そんな感じでございました。また、ちゃんと、この辺は、あれこれ何？
で HDMI ケーブルでよいしょ。レトロフリークの方がやっぱたくさんゲーム入ってんだな、私は。やってないもんな。どうしようと思ってさ、ゲーム、みんなさ、何買ったの？逆にさ、Wii U のさ、バーチャルコンソール、まあ、3DS でもいいけど、3DS も、なんか、あれ、高いやつ買っといた。なんだっけ？なんか、サマー。なんとかサマーみたい。ロボット核戦、ロボット対戦格闘ね。ガーフィールドの1週間。なんだ。あ、レッカ、そうそう、レッカ。ヒルの剣2。あ、ほう。あ、メガさんが買ったやつ。飛竜の剣2か。飛竜の剣も、見たよな。なんかたくさん飛竜の剣あった気がする。あ、そう、サマーカーニバルレッカ92、それ買った。めっちゃ高いやつ。めっちゃ高いんですよ、これ。3DS で。そう、3DS もね、まだストリームしたことない。スーパーチャイニーズワールド2。あー、それも調べたな。ありがとうございます、しほぴょん。私が持ってないゲームを。私が持ってるね、ゲーム省いて。そうか。通貨じゃないや。スーチャイ。ただの。所さんの守るも攻めるもん、なんかそれも聞いたことある。けどそれはさ、バーチャル、コンソールじゃなくて、ネガさんが次にやるゲームをあげてるんだ。ちょっとさ、すごいさ、レードのさ、なんか、ご挨拶でさ、お時間取った後で、今でさ、落ち着いた今申し訳ないんだけどさ、落ち着いた今だからこそお手洗いに行ってきてもいいですか？もうちょっとストリームはしますんで、お手洗い行くので、皆さん私のクリップでも見て、ちょっとご歓談ください。見てきます。CM が流れる人もいるかもしれません。ちょっと待って、スイートな正雄君。ちょっと待って。危ない。おい、来るな。鳩に届きたいな。来るな。毒ってんじゃん。なにこれ。なんかわかんないけど、100 Thank you 100チアありがとう。ちょっと待って。あった。オッケー。やっとリーチかけられたんだけど、遅っ。僕と一緒にみんなを助けに行ってくれない？どうしても頼むよ。お願いだから。お願い。よいしょ。ちょっと待ってずっと永遠とループすると思って家を選んだのに、一通り見ようと思って終わっちゃったんだけど
うしよう、みんなクリアしちゃった。終わっちゃった。やばい、なんか今さ、白米。あ、間違った、これ。オーバーレイ間違えました。ただいま、オーバーレイ間違えました。ただいま、みんな。超兄貴、爆裂乱闘編。なんかそんなのがあるんだ、超兄貴のシリーズに。うん、ただいまです。3DS あったから、なんか買ったか。いや、そう、探偵神宮寺三郎のさ、セール、なんかあれ結構長い間やってると勘違いしてさ、買わなかったんよな。めっちゃ。3DS で私買ってあるの、あと、怒りの要塞2。あ、これなんだ？きっと、アイ、カルス。なんて読むんだろう。あ、バイオニックコマンド買ってるわ。これは、In the Wake of Vampire。トリップワールド。バルーンファイト GB。あともさっき言ってたサマーカーニバル92劣化。だな。そんな感じらしい。買ったやつ。とりあえず。もうほんとなんか、買い逃したら、へこむんじゃないかなって思うやつをとりあえず買った感じになったわ。ただいまでーす。メガさん。プレイステーションの超兄貴実写、なんか超兄貴の話をした時に見た気がする。なんだそのなんでその、芸能人のさ、芸能人系のゲームをたくさん出してくる。あ、そう。ちょっと待ってね。そのソムリエは危険なソムリエが私のストリームに紛れ込んでるっていう、そういうこと？もしかして、これかな？スーパーファミコン。格ゲーこんなのあったんだ。ガードがない格ゲー。格ゲー苦手なのにガード、でもガード別にしないかもしんないもんね。全部で1447本あるんだ、スーパーファミコンのゲーム。もう一発目に出ちゃっていいのな。バウバウで回避独特すぎるんだよな。本当だ。戦闘になるとガードができない格闘ゲームって書いてある。どのキャラクターもリアルに動きすぎて気持ち悪いって書いてる。そうなんだ。
これ。香港 97?97? 不謹慎なゲームなんだ。いや、不謹慎なゲームって言うから、ダメなやつ。なんかやっぱ芸能人の名前ついてるゲームがランキングしがちなんかな。ファイヤーセーバー、ヒーロー。FMW 大仁田敦のプロレスという名の格闘ゲームって書いて、なんでさ、これ、相撲とプロレスか。そうなんだ。有名なゲームなんですね。私は触れることがなかった。どのステージも爆発する。なんなんだ。富士山が噴火したり。なんか、でも、ちょっと癖になる感じなんかな。シューティングしちゃうんだ。シューティングのなんかプレイヤーキャラとかじゃなくて、それは、それがよろしくない。ちょっとお腹空いてくる時間になってる。スーパーびっくりマン。スーパーびっくりマン。スーパーびっくりマン。あ、でもこれもなんか格ゲー系なんだ。別に、ジャンルは絞ってないよな。サーリオン。ライトファンタジー。夢迷宮着ぐるみ大冒険。なんか聞いたことあるぞ。草尾さんが声。いやー、わかんない。そこまでは、なんか、全然わからん。キャラクターなんか知ってるやついたような、いないような、みたいな。なんか、びっくりマンって、十字架天使がいたやつで合ってます。なんか十字架天使が、なんか可愛かったような、なんかちっちゃい頃十字架天使が気になってたことがあったようなぐらいしか記憶にないんですけど、アニメも見たことがあったのかもわからない。キッコーシールドだけなんだそれ。スーパーファイヤーファイン。あ、シホピョンが反応してる。ナイトファンタジー、RPG のクソゲーか。みんな乗ってんのクソゲーなんですよね、きっと大体。全然知らないのが多いってばっかり。北斗の拳、5なんだ。G ガンダムの、ジーゴサッカー、なんかジーゴサッカー、なんかどっかで話題に、たびたびなんか話題に上ってったような気がする。うん。あ、そうなんだ。なんて書いてあったんだ、さっきのとこ。うん。あ、閉じちゃった。持ってる。みんな持って、これか。閉じちゃった。
オリビアのミステリーありますよ。ありますよ。どんなのだったかを忘れましたけど。夢めき着ぐるみ。適当に選ばれた主人公が夢世界エンデリアを救うために冒険する RPG。戦闘時に拙いながらもアニメーションしてるので頑張っているとは思います。しかし攻撃するときに毎回攻撃する場所を選んだりする必要があるのでテンポが悪いです。このゲームはお金がなくてキャンディーで物を買うことができます。キャンディーでまた着ぐるみ、そんなキャンディーたくさんあっても困るでしょ。着ぐるみを着替えることで主人公は強くなっていきます。着ぐるみや敵がもう少し可愛ければ評価も変わってきたと思います。可愛くないこともないですが、全体的にいまいちな感じです。もうワンランク着ぐるみが可愛ければ違った評価になってたかもしれません。惜しいなーって言って。船が動いてすごく見にくいパズル。やったことあったのかな。思い出した。思い出しました。もう話が懐かしい。やったことありますこれ。そう、なんかストーリーがこうあるんですよ。でそのなんかシーンのなんて言うんだろう、絵をね完成させるパズルゲームみたいな。中古サッカーの中にエロゲーが紛れ込んじゃったねゲーム一旦ゲームじゃないや BGM これできんのかな。だから角がわかんないん。違う違う。これさひっくり返したりはしない。どうなってんだ。全くわかんない。あ、ほんとだ。できる。なんてこの線に合わせてあ、そうなんだ。どうなってんだよ。左右は返せるらしい。時間別にタイムこうか。あ、こう。なるほど。ここつながった。春日部ちゃん今日なんか遅くまで、あ、そうでもない。いやでも遅くまで起きてる方よね。そうか。懐かしいな。これ最後までやったことない。でもこういう地味なゲーム好きなんだよな。みんな。あ、これに偽物もあるんだ。確か。あったよね。あ、ひろぽんぴょん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。知ってるんだね、ひろぽんぴょんも。オリビアのミステリー、どんなゲームだったっけと思ってやったら、なんか、知ってるってなりました。
お。なんなんだなんなんだ。あ、わかんないこれ。あ、これも終わったよ、たやんちゃん。おかえり。終わった。クリアした。次のゲームどうするかって言いながら今、いろいろあって、オリビアのミステリーやって、ちょっとこの一面だけと思ってたんだけど、結構時間かかりそうだな。これが、すごいね、地味なゲームだね。確かに。あれ、地味なゲーム。ソード・オブ・ソーダ。なんだ、それは。知らないゲームばっかり。これはどこに、わ。でも多分途中まではやった記憶あるんだよな。ストーリーを見た記憶が。そうか。そうか。この辺で、こうか。えここかな。これ、これ、こうなのか。これを、これをこう、並べてって、この向きでいいのかな。あ、消えた消えた。え、これが本物だった。あ、なんとか一枚完成させられそうだわ。これで心置きなく終われる。合わせうまくいったらご褒美。赤牛ぴょんいらっしゃい。来てくれてありがとう。偽物パネル爆発する。何でも爆発しとけばいいと思って。私のご褒美私のご褒美はないな。これで、懐かしいわ。お腹すいた。っていう感じのストーリーがあって、ああやって動く絵をね、組み合わせてくんだよな。これなんてゲーム？オリビアのミステリー。オープニング画面がなかったよね、確か。あった？あ、あったわ。すいません、嘘つきました。じゃあこれを、ちゃんとロックしてね。オリビアのミステリーでした。お腹すいた。ありがとう。ロケッティア。ロケッティア。ロケッティア。
ロケッティア。ロケッティア。思い出しました。これ見て。飛んでるやつ。いやいや、興味あったわけじゃないです。見に行ったらやってたんで、なんだこれはと思って見てたけど、興味は、なんだろう。自分がやりたいという感じの興味ではなかった。ただこれは何だろうっていう興味。危ない落とし穴がある。ここに。いや。オリビアのミステリー。ドキリソは多分やらないだろうな。若干トラウマだもんな、ドキリソ。私そんなにスーパーファミコンいいゲームなんか、あんまり持ってないんですけど。そうだね。謎ぷよ、地味ゲーをやるか。なんかさ、スーパーメトロイドやったことでメトロイドもやりたい気持ちもあるしさ。あと、なんだっけ。キャスルバニアシリーズも、スチームのコレクションだっけ、なんかアニバーサリーコレクション。あれもさ、もらったから気になるけど、いつやろうって感じだし、困りますね、いろいろやりたいゲームがあって。ドラッケンってなんだろう。私のゲーム本数158って書いてますね。イケメンも。あと、ゲームボーイの、そう、ここら辺見てなかったね、さっき。これもクリアしました。ハリガネさん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。キラキラ道中はソフトはね、持ってないかもしんない。確か、持ってないけど、なんか散々、あったわ。ありました。散々やった。散々やったから。キラキラ道中ってあれか。ファミコンのじゃなくていいのか。キラキラ道中あるよ。あったわ。ラッキー、何出てくるタイトルやばいゲームばっかりみんなあげてんの。お腹すいた。これタイトルあるの？家族の趣味が大半だから、カラクリマンジャがあった。そうだね。3はね、3私ね、ゴエモンのファミコンの1、2、3と、キラキラ道中の中で3一番やってないような気がする。そう、たまたま、でも、クリアまではやった。上からさ、順にこっから上から大したものはないですけれど。お腹すいたなぁ。お腹すいたなぁしか言わなくなっちゃった。この辺普通だね。ピクってなるゲーム。カスカベちゃんもたくさん持ってるんじゃない？なんか、結構ね、買ったけどやってないっていうやついっぱい。カラクリメイドね。カラクリメイド初めて大人になってから買いましたわ。一回もやったことなくて、全然、なんかこれが多分普通のアクションじゃなかったから多分家になかったんだと思う。うちの家族がゴエモンシリーズ好きで買ってたんだけど、
そう、パズル、ちょっとだけ試しプレイしました。このサムネイルついてるやつは、ちょっと試しプレイしたやつかな。インストールストリアムやって。でもダンジョンマスターは、やったことあとやってなくない？ダンジョンマスター知らない。やったことないです。ね、さっきツインビー、レインボーベルアドベンチャーは好きなゲーム。ゲームボーイは何個だろうね。ゲームボーイそんなないと思う。ゲームボーイも家に全然なくって。ちょっとしかないよ。これ麻雀ゲームちょいちょい出てきてしまうんだよな。ちょっとしかない。これしかない。麻雀入ってんのほんと許してほしい。私の麻雀の方に、PC エンジンもね、何度も言うようですけど、麻雀の方に PC エンジンを奪ってくる。ピットマン最高に面白かった。ピットマンはね、好きで、なんかちっちゃい頃から家にあったから好きでやってたんだけど、多分ラストステージクリアできてなくって、クリアしたことないんだよね。鍋奉行とかも最近買った。そのサムネがついてるやつはね、その最近去年買って取り込んだ。ちゃんとやらないと給食が出ない。私は普通の学校に通ってたと思うんだけど、家族はそうだったらしい、きっと。フィギュア時計の顔が。ニコタカちゃんだ。こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。ねえ。ワイの嫁。ありがとう。あんまりないんでな。レッドアリーマーも、その麻雀しないと給食が食べれなかったか給食が食べれなかった学校に通っていた家族がの趣味ですね。お腹すいた。ありがとう、ニコタカちゃん。いつも好きでいてくれて。マリアレー JB。なんか、ちょっと私も思ってたのとちょっと違ったけど、時間見つけてやりたいね。で、PC は、出たらツインビしかない。これが、麻雀の方に来た PC エンジンのためだけに買ったやつだった気がする。これしかない。ゲームボーイアドバンスは、桃太郎電鉄しかない。あとなんもないよな。あとファミコンか、みんな見てないの。あれふたばちゃんもいる。こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。みんな見てる。私、ニコタカちゃんのこと好きだよと今日言ってないんだけどこれ熱血ホッケー部。ファミコンのやつは全部ね、画像つけてるからやってないのもたくさんあるんだけど。こんばんは。いや、これも家族の趣味で私やったことない。誰かもうなんかメガさんが飼い主みたいになっちゃってる。これね、メガさんにクソゲーだって教えられて、そうだったんだ。マインドシーカーはちょっと魔行だから順番に見て、多分ないんじゃないかな。
ガーフィールドは、なんだ？何ネタだガーフィールド。なんか急に取り合い始まってる。落ち着いてもろって皆さん。なんで教師あんねんって言われても、家にあったから、あんねん。あ、ガーフィールドってあれか、猫ちゃん合ってる？コナミはね、コナミは、まあ、家族が好きだったっていうのもある。そうなんだ。なんか、家族、もう母親がグーニーズ好きで、グーニーズよくやってたんだけど、2買ったけど、なんか、グーニーズ2はなんか難しくてクリアできなかったって言ってたのがずっと覚えてて、それでなんか、大人になってから買ったけど、まだやってない。そうなんだ。グーニーズの映画をさ、見てからやりたいなと思って、撮っといてる。ああ、みんなやってんのな。ロックマンさん、ごめんね。え、じゃさ、4歳で、なんだって、そんな時にやってたん。テレビ吹き替え版の映画、わかる私これさ、録画できなくって、ほんとね、うわーってなって、確かね、いつかのツイッターで騒いでたよ。はーってショックだ、つって。ニコタカちゃん見てたの？知らせの時に。なんだって、ありがとう、ニコタカちゃん。お知らせ。お知らせ。お知らせ。あった。お知らせ。そう、数年前にね、テレビで流れてた。これ、お知らせです。私の初グッズのチェキが販売されましたので、よかったら、あれピン止めしてあるよね。ピン止めしてあるんですけど、ここで、よかったら、見てみてください。結婚と、なんでみんな結婚って言うんだよ。そんな発表しないよ。そんな発表しないよはちょっとおかしいんだけどさ。なんかストリームにあんまり関係ないことはしないよな。する予定もないんですけど、ストリームに関係あったらするかもしんない。グリツ、子供の頃遊んで、ロックマンさんそうなんだ。映画見たことない。what is this card sky? My first good sell news. This URL. This URL. check please. そうだ、英語で書くの忘れてた。ごめん。後で英語で海外からも一応買えるらしいっては言ったけど、英語で書くの忘れてた。ごめん。ほんまごめん。後で英語で書いときます。ごめんね、ロックマンさん。My first goods に、announce picture でした。2の映画ない、多分グーニーズのことを言ってると思う。グーニーズをやったことがあって、グーニーズの映画は見たことがない。いうだけだと思う。そう、ロックマンさんは、ちょっと日本語で書いてくれてるけど、海外の方なので。シンディ・ローバーはあれだね。コナミ。ワイワイワールドでメロデーで口が回らないメドレーでね出てきたわね。録画したまままだ見てなかったの。近日見ます。焼いてくれよ私
ダメか。そんなことをなんかこういうとこで言っちゃいけないわ。ダメだよ。なんでもないです。ダメだぞ。ダメだぞ。迷子に焼いて送ったりしたらダメだぞ。その時は僕がするで、何どういうことその時は僕がするねってどういうこと？結婚発表だったら乗り込んで扉をバーンや。そうなのか。あ、みなまさん、ありがとうございます。レイドもしてくださって。初めてなのにね、遊びに来て、フォローまでしてくださってありがとうございました。おやすみなさい。ゆっくり休んでくださいね。またです。お疲れ様です。シンディローバー。次ね、いいってなるんだ。薄い方そうね、薄い方はね、良くないかもしんない。Not marriage! No! Not marriage! 違う。しほちゃん違うんだ。しほちゃんはなんか女の子になった。しほぴょんもありがとう。たくさん見てくれて。おやすみなさーい。またねー。ゆっくり休んで。チンピラリ。なんだって、なんかみんな、なんか大げさ多分来ないから、結婚すること来ないと思うから多分、今まで、なんか一回もなかったから多分来ないと思う。なんかそういう話になることもなかったし、なんかそんなんなかったから多分、気憂で終わると思うみんな。多分ない。もうあれ、なんか、バーチャル結婚式みたいなのあんのかな？バーチャルマリッジみたいな。バーチャルするときだったらバーチャル家族としてね、あれするか。みんな、親族とかバーチャルな感じで揃えるか。お腹すいた。なんだと。なんなんだ。イエスイエス。リンクピン。Sorry, Japanese only text after English version making. 止まってたね、画面。こんな感じの持ってるよ。やってないのがたくさんだよ。さっき言ってたのは、セイントセイヤをやりたいんだけど、セイントセイヤを私は見たことがないから、だから、ちょっと見てからやりたいみたいな話もしてました。どうしようね。次、カービィ。ナチンビーレインボーベルアドベンチャーってどのぐらいあれば終わるんだ？セイントセイヤでこうパタッ。やめといた方がいいのか。ほんと家族が結構やっててさ、昔から気になったんだよな、ちっちゃい頃から。ヘベレケ1配信で終わる？ヘベレケ1配信で終わっても困るんだよななんか1配信、私がなんかいろんなゲームをいろんなゲームじゃない、一つのゲーム長くやりすぎなんだよな。想像以上に昔の難易度のせいで、そうなんだ。仕事、でも明日も仕事でしょ、カスカベちゃん。ありがとう。お疲れ様だよ。ねえ、
あんまり時間ないかもしんないけど、良い睡眠が取れますように。おやすみなさい。またね。ありがとう。下に行こう。あ、下、あ、はいはい。はい、何の下だろうって今、ポカーンってしちゃった下。なんだろうって。なんか、ちょっと家のね、下に降りてこようみたいなさ、マンションの1階に面貸せよみたいな感じの下かと思っちゃって。あ、なおでさん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。ニコタカちゃん、お仕事中なのか。ニコタカちゃん。ほどほどにね。ありがとう、お仕事中に。ギガゾンビ1週間かかった。ギガゾンビは RPG だから、RPG はね、今やってるから、やらない方向で考えてる。けど、白ドラはね、一回やって、ちょっと、クリアとか、全然無理だったんで。ドラゴンボール系は、全然やってないですね。少し、この、神竜の謎をやったことあったかもしんないぐらいか。増やしたいよね。あ、シェンロンか、そうだ。シェンロン。これでシェンロンって読むのか。タカちゃん、タカちゃん、こんな間、バイオハザード4めちゃめちゃ長い時間やってたの。そう、やりすぎ。一回のストリームが長いんだよな、めちゃめちゃ。トラの5倍理不尽。そうか、1個目のやつ。完結編は完結編で難しいじゃん。クリア耐久だった。だって第1夜じゃないもんな。終わるまで寝れまてんみたいな感じだった。ビーバップハイスクールもさ、なんか全然先進めなくてさ、ずっと気になってんだよな。いつかちゃんとやれるのかな。バードウィークね、ちょっとやったことあったよね。バードウィーク。去年の今頃じゃないやったの？違ったっけ？去年か。やめとけ。これはあんまりよろしくないゲームなんかな。ちょっとだけやった。本当にちょっとだけ。さっきこの麻雀のクリップ流れてたよね。このあ、そうなんだ。途中でなんか疲れてやめちゃったんだよな。そんなたくさんやってなかった。わトゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。トゥットゥルルットゥルットゥットゥル、そこに大体愛があるだけ。Thank you, lady! レードありがとうございます。ほおずきさんとほおずきさんのところから来てくださったレーダーズの皆様、はじめまして。まゆこと申します。日本人の V ストリーマーで、ドット A のレトロゲームが好きです。今日は、頑張れゴエモン、さらわれた恵比寿丸というゲームボーイのね、頑張れゴエモンシリーズ1作目をやってたんですけど、クリアできたので、来週のこの時間に何やるのかとか、そんな感じの雑談をしながらレトロゲームをちょっとやったり、話したりしていました。よかったらまゆこさんじゃなくてまゆことかまゆちゃんとかまゆたんとか親しみを込めて呼んでいただけると喜びます。あと、たまに濁った悲鳴を上げるんですが、お客様の、スピーカーは正常ですのでパソコンも正常ですので、スマホも正常ですので、見捨てないでやってください。よろしくお願いします。マイレモートではない。ほおずきさん、ストリームお疲れ様でした。何やってたんだ。ほおずきさんはね、
エルデンリングじゃないけどエルシャダイのね、RTA をやってらっしゃる方で、今日何やってたんだ。エルデンリングも積んでる。あ、ちょっと遠くもなかった。エルシャダイの RTA やってて、去年いつだったっけな、なんか10月か11月ぐらいにね、エルシャダイの RTA イベントにエルシャダイで参加されてたんだよね。あ、待って、今日エルシャダイやってきたん。ここに来るまでにエルシャダイやっていらしたん。そう、今年初めてのエルシャダイ RTA。スター・ウォーズ・ジェダイ・フォールン・オーダーをやっていたり、歌ってたり。これはなんだ？これなんか、日本マラソン。なんていうゲームなんだ。私の知らないゲームがやられていた模様です。1ヶ月ぶりのエルシャダイだったんだ。そんな方です。マラソンもバカゲー。あ、そうなんだ。そんな感じの V ストリーマーさんですね。ほじきさん。私とは違って 2D な感じのね、お姿なんですけど。今のご紹介で何か気になるワードがあったらぜひ、ほじきさんのところに遊びに行ってみてください。ということで、レードありがとうございました、ほじきさん。遅いんで、ゆっくりされてください。ジェダイ死にゲーなんだ。エルで140時間かかった。メガヨッシーさん、ほんと何のゲームでもやってるん。お弁当屋さん、そう、当たってます、それで。火の鳥じゃない火の鳥。私はずっとチャレンジャー2のことを火の鳥だと思ってたからな。5ロイヤル。火の鳥。あ、そうなんだ。なんかお友達が火の鳥好きな感じだったんだけど、私全然火の鳥さわかんないんだけど、難しい最後までやる。ちなみに私、火の鳥、あれだよね。手塚治虫先生の火の鳥が元なんだよね。きっと。火の鳥ね、全然、歌しか知らない。だけど、にゃ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 ってやつ。火の鳥が火の鳥じゃない。そうなんだ。じゃあ全く関係ないと見てよろしいかみたいな。そんな感じか。シャーロック・ホームズ、伯爵令嬢殺人事件。なんだそれ。ちょっと、アドベンチャーゲーム好きだからやりたいけど。通過儀礼的ゲーム。あ、そうなんだ。へえ。やか。小アドベンチャー、ファミリーコンピューター。城に立つ少女、ファミコン探偵クラブ的なやつ。あとね、そうだ、最近、あれなんか買ったゲームなかったっけ？アドベンチャーゲームじゃないの？じゃあ何なんだ？ざわざわ。よいしょ。なんだっけ？最近買ったゲーム。あれなんか音消えた？あ、違う。私が、なんでもないわ。私の方の。
あれ？うん、ないわ。はい、あれどこをやったんだろう。あれをね、あはなんか、一つファミコンのゲーム買ったんだけど、ここじゃなかった。どこにしまったんだ。まだ取り込んでないから、ちゃんとしまってはいないはずなんだけど。これ、ないな。なんかさ、なんだっけ。なんか、あれ忘れたから思い出した時に言うわ。なんかほんと悩みますね。火の鳥か、来週火の鳥やるか。火の鳥どのぐらいで終わるんだろう。でも大変なのかな、通常。ファミコンのゲームもしばらくやってないから火の鳥もいいかもしれない。ちょっと候補に入れときますね。今日あれ、でも次のゲーム決まってなかったからしょうがなかったか。春の風って何？全部何も知らない。お試しで無理そうなら。じゃあなんかちょっとチャレンジします。予備知識なくて大丈夫よね。きっとね、春の風、なんかすごい、これ、上半身裸の男のゲームで合ってる。バトルトードか。復刻版のゲーム出てた、ゲームカセット出てたんだっけ？買ってないんだけど。なんか前に、知り合いのストリーマーさんがやってて、ちょっと気になったんだよ。ヒーフクのカルヌフ。カルヌフ、ちょっと探してみるか。難しい。カルヌフ、意外別に高くはなかった。下まで見たんだっけ？見たか日本版、日数だともっと高いじゃない、難しいんでしたっけ？下 B で足元に変わる、ブロック出す、ジャンプ下で。鬼瓦。鬼瓦。そっか。じゃあ、まあ、操作自体はそんな難しくはないみたいな感じなのかな？じゃあ来週はそれやって、なんか途中で投げ出しそうになったら、東京ジャングルに切り替えるわ。東京ジャングルに逃げるわ。そう、レトロやって、なんか今日はもうこれ無理かもしれない。でもまだゲームもうなんか、ストリアムもしたいみたいになったら東京ジャングルするわ。その後。それで行こうか。スーパーマリオとソロモンの影。ソロモンの影もね、やったことなかったよな。なんか、パッケージは見たことあるけど、ソロモンの影、今数分？でもこの間数分やった時はなんか別にクソゲーとかではなかった気がするから、多分普通に遊べるゲームなのは分かってるから大丈夫だと思う。来週は、そうしましょう。来週あれ、私大丈夫だよね。スケジュール見よう。
多分大丈夫だと思うんだけど。うん、大丈夫だ。オッケー。じゃあそんな感じにしますかね。それ終わった。まあ、ペルソナさ。まあ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 。日曜日はね、そんな、今この時間までやってるけど、そんなめちゃめちゃ長い時間をストリームできないから、だいたい月曜日に予定があるので。見てないゲーム、もうないよな。この辺、コンバーターないと入れられないもんね。コンバーターない。え !RTA ってことですか？お腹すいた。じゃあこんな。でもちょっと待ってよー。そっか。今。何か。なんかちょっとした時間にいいやつ。何かがあればいいんだけどな。30分ぐらいとかでさ、何かできる RTA のね、ようなものが私にも欲しい。この時間だったらこれ言って、みたいな。ワイワイワールドは。ワイワイワールドは私時間かかっちゃうから。それでも、あれ。1時間。そっか。そういうのをちょっとやって、だらってして、リラックスし、リラックスできんのかな、やってる方。やってる方リラックスできんのかな。なんかクールダウンみたいなさ、そういうの、いいよなぁと思ったけど。クールダウンはできんよなぁ。テトリス、俺さ結構やってた気がするんだけどさ。なんかちょっと変わってるテトリスじゃなかったっけ？セレクトプレイヤーって何？名前入れてたん？いろんな人のが入ってるってことこれ。レギュラー your name。ちょうどよく1個空いてたから。これで。テトリスとボンブリスっていうのがわかんない。ハードモードってなんか星がみたいあるのかな。タイニートゥーン。ね、ドラゴンクエスト4みたいな音楽わかる？コンテスト、パズル。コンテストって何？テトリス。でもなんかボンブリスが気になるんだけど、パズル。こんなんだったっけ？体力。あ、そうなんだ。おかえり、ニコタカちゃん。お仕事中。これ何するのが、トライ上げ？ちょっと待って。何すればいいのこれ。
いまいちわかんない。あ、間違った。ポーズ。セレクト、あ、音楽かけ、そうだ、音楽変えられるのもあった。の、普通のさ、テトリス、レベル。あ、懐かしい。なんかこの音楽を聴きながらやったような気がする。でも私テトリス全然上手くない。わかんない。やっぱね、わかんないよ。なんか私もよくわからん。やってなかった気がする。どうして一緒になったんだ。冒険の書みたいなメロディーしちゃってる。確かに。これもさ、なんかさ、どっちかっていうと、なんかドラクエ寄りの音楽してるよね。ニスのテトリスが世界で人気ある。はあ、そうなんだ。あー、ほら、これ言うときどうしたらいいのか。村っぽい。確かに。今のなんか音楽だけ。音楽？杉山浩一さんが作っていらっしゃるん？この音楽。なんと。だからなのか。うわー、どこに置くんだよ、こんなん。あ、ランクが上がりましたね。なんかみんなでさ、テトリスとかはできそうにない。普通になんかこうやってるしかできないから。あ、どうした？うんうん。あ、そうなんだ、ロックマンさん。I see。これもう、サウンドプリセット。そんなのがあるのか。これさっきの音楽無音。この音楽が好きだった気がする。この作品ですか？そんな、ちょっとこれどうすんのこれ。こんなさ、一箇所だけ。あ、ダメだ。ははは。なるほど。そうだったんだ。確かに、これは本当やだ。やだ。これ。もう、今日、みんなに、私がテトリス下手だっていうことがバレてしまった。カモにされてしまう。
おい、まゆこ、テトリスやろうぜ。負けた方カバン持ちな、みたいな。なっちゃう。あ、ダメだ。ちょっと。最近出たやつ結構人気あった。テトリス？テトリスの特別バージョン。バーサステトリス。へー。そうなんだ。そんなのがあるんだね、ロックマイさん。テトリス、それ違うじゃん。物理的な、身体を使ったテトリスじゃん。テトリス、舞踏ガイデン。へー、そんなんなるんだ。this game, テトリス舞踏ガイデン。maybe? 6万さんらしい。ありがとう、ヒロポンぴょん。ありがとう。気遣ってくれて。舞踏ガイデンも、そうなんだ。テトリス舞踏ガイデン。バトルだから多分合ってるね。英語だとそのタイトルかもしれない。そうなんだ。知らなかった。お腹すいた。お腹すいた。めっちゃ。特殊能力テトリス。あとはなんか、そっか、あれか。なんか私がさ、あれでしょ。なんだっけ何言おうとしたの？ぷよぷようまかったら、ぷよぷよとかをシャーってやって終わるとかいいんだよね。さっきからお腹すいた、お腹すいくとお腹すいたしか言わないんだよな。カードキャプターって言ったらもうさくらちゃんしか頭に浮かばないけど。テトリスあるん。そんな中いろんなテトリスあるんだね。ワンバクダックある。必ずなんか月のステージでミュート処理入るツイッチでらしい。ワンパクダック。パズル玉あれセガサタン。ちょっと待ってね。月面ミュートになる。大丈夫かな。セガサターンのさ、パズル玉あったような気がして、そのちょうどいいゲームないって言ったけど、実はあったような気がして、見たら、ときめきメモリアル、対戦、特快玉だった。パズル玉じゃなかった。特快玉あったわ。これやるか。今度、セガサターンのテストをするときに、特快玉。そっちだった。特快玉だった。レアな特快玉。サターンにありよ。特快玉、サターン。今日はちょっとやらないけど、準備が大変だから。まだ電池交換とかもしてないんだよな、セガサタン。忘れそう。今日メモするか。来週じゃないや。まあ、来週だ。火の鳥と、メモ。
ストリアムメモ。ストリアムメモどこだ？ストリアムメモ。ファミコン、火の鳥、セガサターン、特化玉、過去、テスト。火の鳥、やるかも、かも来週。一応なんか候補に入れてきます。頑張ってね。そんな大変、頑張ってねって言われると大変なんかなっていう気持ちになるんですが、大丈夫かな。替え玉。結構なんか説明書綺麗だな。よいしょ。あ、でも、そうでもないか。素人目で綺麗ってだけだった。よいしょ。じゃあこんなもんで今日は終わりにしますかね、ストリウム。でも、ちょっと待ってよ。シチューとかそういうものを食べたいな。あったかいもの食べて寝るか。明日もちょっと長い一日になりそうだからな。ちゃんとしなきゃ。2時過ぎたからやばいな。ちょっと待って。ちょっと怖いから、レード拒否にしよう。やばい。そうだ、忘れてた。レード拒否にしとこう。これは、もう来ても時間伸ばしたくないから、すべてのレードを拒否。よしよし。かけーって読んだがなんだと思ったら、家系ラーメンか。ラーメンいいね、この時間の。そういえばこの間ね、うまかっちゃん買ってきた。うまかっちゃんさ、私食べたこと多分ないんだよね。食べるの楽しみなんだけど、九州の人たちいる？うまかっちゃんはどう食べるのが美味しいの？お腹めっちゃ鳴っちゃった。うまかっちゃんのプレーン、多分プレーンだと思う。ニコタカちゃんそうだね。九州だね。ニコタカちゃん今いる？うまかっちゃんの食べ方についてなんかご存知ですか？ちょっと違う。で、その間にお知らせ。あ、そうなの？ 2 分入れて、ニンニクチューブ。胸焼けで、それはちょっとやめてくださいよ。はい、席販売しますんで。レイド先もちらちら見つつ。今日割とストリームしてる人がちょいちょいいるような気がする。ちょっと待ってね。お、ニコタカちゃんはいない。仕事してるんだな、真面目に。偉い。おつまゆどうしようかな。あ、ロビーちゃん。おつまゆこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。そう、終わりの空気、今、デート先ちょっとあるかなと思いながら、フライングで探してた。あれ、何の時？あ、雑談のオーバーレイでいいのか。最後に、お知らせさせてください。
今日から、お試しでチェキ販売始まりまして、これですね。3種。2つの衣装。バレンタイン今年の2月のね、衣装バージョンと、あとデフォルトのね、いつものやつと、各ね、3種あって、1枚ずつ買うとランダムになってもらって、3枚ずつだと、全部コンプリートできるみたいな、そんな感じになってます。1枚900円なんだけど、3枚で買った方が、ちょっとお得かもしれない。そんな感じになっててます。で、1枚ずつ、ね、チェキなんでデコらせていただいて、送ります。1枚ずつ、なんか絵柄は一緒かもしんないけど、デコは全部違うので、よかったら購入してくださいの。で、そのチェキのね、お試し販売。なんかいい感じだったら、今後ね、ちょいちょいチェキ販売していくかもしんないんで。で、その2月の衣装の、なんか、全然2月の衣装とはちょっと違うんですけど、こんな感じのね、ちょっとぼかしてますけど、こんな感じの衣装の、バレンタイン2月の衣装、チェキになりますんで。で、販売ページが、今ピン止めしてあるんですけど、もう一回流しますね。そうだよ、アナウンス使えばいいんだよ。ニコタカちゃんいた。ニコタカちゃんさっき呼んだんだけどな。お仕事を真面目にしてるのかなって言って。ありがとう。ニコタカちゃん。うまかっちゃんの食べ方聞いてた、さっき。あ、三月さん。SUP って何の略だったっけ？いつも忘れちゃう。ヘローっていうのか。うまかっちゃんを買ってきたんだけど、私今までうまかっちゃん食べたことなくて、どうやって食べるのがおすすめなんだろう。ニコタカちゃんはうまかっちゃんを食べる猫？食べない猫？っていう話をしてました。こんな感じでチェキ販売よかったら。まだ多分、予約状態、バレンタインまでにお届けするような形に手配しようと思ってるので、予約になってるけど。たまに食べる。あ、そうなんだ。紅生姜もりもりかけて、赤酸っぱい状態ですすり。あ、そうなのね。紅生姜家にないわ。すぐ食べれん。たまにしか食べないんだ、逆に。ニコタカちゃんは。足りないから？うまかっちゃんだけじゃ足りないから？そういうあれではないか。今日なんだっけ、数に、お試しなのと、あとは、私がどのぐらいデコれるかはわからないので、数がね、そんなに多くはないはず。あったら。で、締め切りそうだ。一応、準備できるのが、多分今月いっぱいぐらいかなくて、今月いっぱいで、もう締めると思うので、よかったら、気になる方は購入してね。野菜炒め乗せて食べたり、何も乗せないで食べたり。あ、そうなんだ。プレーンに食べるのがいい。一番最初はプレーンに食べて、あとはなんかいろいろ試してって感じかな。オッケーオッケー。ありがとう、みんなたち教えてくれて。
はい。じゃあ、エンディングに行きましょうかね。よいしょ。ストリームフィニッシュタイムっていうことで。またあれ開くの忘れてた。おつまゆありがとう。あ、そう、さっき言えなかったけど、ヒロポンピョンもお疲れ様ありがとうございました。おつまゆおつまゆありがとう。みんなおつまゆみんなたちおつまゆありがとう。熱いおつまゆの嵐ありがとう。ゲームロボちゃんもね、ありがとう。あ、ニコタカちゃんもありがとう、今日も。そっかそっか、ありがとう。それならよかった。なんかいっぱい文字が流れてるな。お弁当屋さんもね、おパンツ眉になってる。違うんだよ。そのオツじゃないんだよな。Thank you for supporting. 今日もたくさんのサポートありがとうございました。チア、ニクちゃんとみかんちゃん。チアありがとうございます。そしてフォローしてくださった皆さんどうもありがとうございます。サーブスクを押してくださったギャングスターさん、ロットさん、コヌトリさん、ルーチちゃん、どうもありがとう。そしてレイドをしてくださった、たくさん、たくさん、こっからかなシホピョンと、クレハさん、そしてラピンちゃん先生、で、コウノトリさん、ごめん、手当たっちゃった。コウノトリさん、メガさん、みなもさん、ほおずきさん、どうもありがとうございます。レイドたくさんありがとうございました。本日も。あ、それ、ルーチちゃん寝てた？大丈夫？私はお腹空いたよ。ファンが多いだけで、オーパーツ。なるほどね。そっか、そういう考え方もあるか。あ、なおじさんもありがとう。おつちゃん、ありがとう。ロクマさん、Thank you so much. ありがとう。Thank you for watching. ロクマさんもパンツ常用し始めたよ。常用してた？ロクマさん。パンツエモート。そう、ありがとう。またね、See you next stream。で、そうだ、スケジュールの確認して、あとレイドできそうだったらレイドしたいと思います。スケジュール、今週あんまり、今週もそんなに多くないんですけど、まあ、水曜日ね、いつも通りペルソナ3フェスやって、あと、木曜日がちょっとできるかもしれない感じなので、お休みはてなにしといてます。他で、金曜日、土曜日はちょっと難しくて、日曜日は、いつものよちエイペックスと夜にレトロゲームワークで、一応、火の鳥か何かをやるんじゃないかなぐらいの、そんな感じでやりますので、また一週間よろしくお願いします。あれそれは稀な例外。どういうこと？パンツの話か？たまたま今日使っただけっていう話かな？パンツエモート。別に常用してないよって。常用してないぞーって。そういうことかな？で、再三のお知らせで申し訳ないですけれども、チェキの販売の方もよろしくお願いしまゆー。お願いしまゆー。今月いっぱいの予定です。はい。オッケー、ロックマンさん。じゃあ、レイド、ちょっとレトロ系をやっている方がね、私の周りにはちょっといないので、いないよね。
今日は、多分、こないだ、多分レイドね、何回かしてくれてるんだけど、こっちからね、レイドできるタイミングがなくて、してなかったと思うから、トロチアンさんにレイドしようかなと思います。トロチアンさんは、RTA、クラッシュバンディクーの RTA 奏者で、今日は、なんか、アルト F4 っていうゲームの RTA のなんか、RTA なのかな？普通にやってる？そうだね。並走会のなんかリベンジって書いてる。RTA ではない。カジュアルプレイだって。やってるみたいなので。やっちゃん。トロチアンさんに。トロチアンさんはなんかアバター、3D アバターを使っている方なんですけど、特に VTuber っていう感じではないっぽい。そう。アルト F4、なんかアルト F4 っていうやつがあるんよ。ゲームが。RTA で、セレナーデユキさんが走られてたやつ。そう。それで、トロチアンさんと、ね、セレナーデユキさん、すごく仲がいい方じゃない、仲が良かったりする。その関係、その周りで、この間なんか清掃会をやってらしたんですよね。それで、だと思います。で、今も練習して。結構、なんだろう、なんだ、登山系とかに近いような感じの、終わろうって言ってるから、ちょっと、終わらないうちに、ちょっと行こうか。じゃあ、よかったら、レートメッセージね、こちら、サブスクしない方の用と、サブスクしてる方用のね、メッセージになりますので、適当にコピーして、ペーストして使ってください。見てくださってありがとうございました。Thank you for watching. Enjoy the remainder of your day. 残りの一日も楽しんでね。And good night. おやすみの方はおやすみなさい。また次のストリームでお会いしましょう。ありがとう。おつまよー。どこだタイヤ